氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたから、思わず手を伸ばしたんだけど、ライトの光でね。その時、それを列車のみんなに見られてて、気まずかったな。うち、おっきい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだ。で、それを見つけた列車が、うちを引き上げてくれたの。そうだよ。正体不明だったからね。みんなが注目するのも無理なかったかな。うち、おっきい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだ。で、列車がうちを引き上げてくれたの。姫子とベルトさんと、あともう一人、誰かが氷を溶かしてくれて、助かったんだ。さあね、昔のことは全然思い出せなくて。いや、全然。自分は誰で、どこから来たのか。そういうのは全部忘れちゃったみたい。だから、列車に居候してるんだ。このまま列車と一緒に行けば、うちの過去を取り戻せるんじゃないかと思って。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。大丈夫。うちが先に言い出したんだもん。そんな顔しないの。銀河列車に乗るなんて経験、めったにできないんだから。車掌さんだ。間もなく列車の出発時刻じゃ。大きく揺れるから、乗客は席に戻っとくように。車掌さん、大丈夫だって。もう長いこと乗ってるんだから。乗客の美月なのかが、毎回派手に転ぶからな。これを、ナノ転び八起きという。なんちゃって。車掌さん、ジュースもらっていい？ありがとう。気にしないで。ちゃんと立ってられるか、試してるだけだから。案がと、徐々にコツをつかんできたみたい。肝心なのは、お腹と太ももの力。姿勢は重要じゃない。感性をうまく利用するの。平気。うち丈夫だから。それに、氷が守ってくれるしね。うちの能力覚えてるよね。危険な目に遭うと、無意識に氷が出てきて、体を支えるの。氷にぶつかるの、地面よりも痛いんだけどね。なぜって、ただの自己満足だよ。あんたも知っての通り。うちってつい体を動かして、いろんなことに挑戦したくなっちゃうんだよね。それに暇になると、余計なことを考えて頭の中がごちゃごちゃになるし。まあ、うちのことはいいからさ。あんたは早く座るか、手すりに捕まるなりした方がいいよ。まあ、うちのことはいいからさ。あんたは早く座るか、手すりに捕まるなりした方がいいよ。ん？お前か。ああ、車掌からの知らせがあったな。お前も気をつけろ。じきに空間跳躍が始まる。ああ、部屋に戻るつもりだ。お前も気をつけろ。じきに空間跳躍が始まる。スペース跳躍技術を利用した超高速工法のことだ。よく跳躍と言葉を略されるが、同じ意味だ。跳躍自体は人体に害がない。だが空間を抜けた時に激しい揺れが生じるんだ。下手すると、転んで怪我を負う。駅に着いたらまた会おう。しっかりと準備なさい。もうすぐ列車が動くわよ。この列車が走るのは、開拓のアキビリがかつて走った道よ。あのアイオーンは、開拓を力の源とし、あまたの星を旅した。この列車は、アキビリの遺物なの。今、彼の足跡に沿ってゆっくりと走ってるってわけ。小さな惑星よ。高度はヤリーロ6。最後に列車がその星に行ったのは何千年も前のことね。残っている記録によると、緑に覆われた美しい星みたい。でも知っての通り、壊滅のナヌークが銀河に性格をばらまいたことにより、
あまたの世界が滅んだわ。もう一度新世界を開拓するのよ。アキビリは死に、かつての道は挽回の癌によって塞がれたわ。アイオーンが開拓した星も性格の出現で荒れ果てた星となってる。私たちで塞がれた星の軌跡を再びつなげ、未知なる宇宙を探索するの。そして列車を開拓の運命に乗せて走らせる。もうちょっと待ってて。後で車掌が情報をくれるはずだから。ただ最近変な表現方法にハマってるそうよ。今回はどんなのが上映されるのかしら。跳躍を初めて経験する場合、奇妙な感覚に陥るだろうが、じきに慣れるはずだ。むしろ炭鉱に至っては、とうに飽きてしまっている。発射するときはいつも見当たらない。全く協調性のないやつだ。簡単に説明すると、列車が動かずに、ただ進むべき軌道だけが圧縮されることだ。では、もっと簡単に、点と線、そして面で考えてみよう。君は今、巨大な球面を歩いている。球面上の任意の点へと移動したい場合、その球面上を歩かなければならない。だが跳躍を利用すれば、点と点の間は最短の直線で結ばれ、球体の内部を通って目的地へとたどり着ける。これにより、理論上の最短距離を移動できるんだ。これでもわからないか。ならば自分が山登りをしていると想像してみろ。徒歩だろうと、ケーブルカーだろうと、山に沿って登るしかないだろ。だが跳躍をすれば、山のふもとにある小屋に入り、そこから出るだけで山頂にたどり着ける。小屋の中は一種の異次元空間であり、この一瞬の山登りが跳躍というわけだ。炭鉱にも説明してもらうといい。そうか。昔カフカがいろんな世界に連れて行ったのか？性格ハンターも変わった連中なんだな。どこかに座ってくれ。後で車掌が映画を流してくれるはずだ。転ばないように気をつけろ。何千年が過ぎ、今のヤリーロ6はこんな姿になってしまったのね。過去の資料は使い物にならないようだ。今回の開拓、一筋縄ではいかないだろう。氷の世界、真っ白い星。まだ人類の文明は残ってるのかしら。それは炭鉱に聞いてみた方がいいだろうな。資料室じゃなきゃ自分の部屋じゃない？炭鉱は変わり者だからね。一度も私たちと一緒に跳躍を見たことないのよ。今頃列車が止まったことにも気づいてないかもね。彼、記録係を自ら志願してきてね。だから列車の探査データの管理と調査を任してるの。炭鉱はまあ変わり者なのよ。そうは言っても頼りになる人だよ。あ、噂をすれば来たわね。どうした？俺の顔に何かついてるか？聞きたいことがあるんだ。さあ、どうだろうな。ヤリーロ6では過去に大きな変化があったようだ。これほど激しい環境の変化に耐えられる文明は少ない。と言っても、宇宙は広く、可能性に満ちている。悲観せずに考えれば、事前に準備していたり、文明の進化方向が変わっていたりするかもしれない。もしくは、どこかのアイオーンに救われているかもな。例えば、薬師あたりに。だが、お前のその疑問に対して、
一ついい知らせがある。この星の地表面温度は超低温に保たれているが、一箇所だけ正常な数値の場所がある。正常？マイナス10度。人間が何とか生きていける温度だ。いや、言い切るのはまだ早い。他の可能性もある。けど少なくとも、この星がまだ枯れてないのは事実。温度が正常なところには、きっと何か特別な意味があるはずよ。ああ。俺からすれば、慎重であるに越したことはない。けど少なくとも、この星がまだ枯れてないのは事実。温度が正常なところには、きっと何か特別な意味があるはずよ。星全体が超低温な状況で、一箇所だけ正常ということは、そこには非自然的な干渉があることを意味する。つまり、この星は枯れ果てたのではなく、特別な何かがあるってこと。空間パラメータ異常！正規の安定率が 12% まで下がっておる！プラン変更じゃ！この駅での停泊時間を7日から無期限に延期するぞ！この世界が属する虚数局所で何らかの問題が発生したみたい。正規が塞がれたわ。例えるなら、今列車の前にあるのは観測可能な地面や線路ではなく、足場の崩れた底知れぬ深淵がある感じね。こういう時は止まるしかないでしょ？無期限じゃ！異常が解消するまでな！強引に進めば取り返しのつかない結果になる。はあ、私たちしばらくこの世界に泊まらなくちゃいけないみたいね。みんな支度して。あ、そうだ。あんたはこういった状況初めてだっけ？よかったら私と話さない？新たな駅に着くたび、心躍る大冒険が始まるの！ないぞ。ないぞ！俺はまだ、この列車から離れられないのじゃ。俺はまだ、この列車から離れられないのじゃ。壊滅が性格を宇宙にばらまいたせいで、多くの世界が姿を変えた。壊滅のナヌーク、豊穣の薬師、終焉のテルミヌス。俺もいろいろなものを見てきたが、アイウォーンの行動はどれも理解しがたいものがある。アイウォーンの行動はどれも理解しがたい。列車の情報を更新しているヤリーロ6のデータだが、もう有用性がないから更新しようと思ってな。見て、全部氷だ。ねえ、うちが前に話した過去のこと覚えてる？そう。うん、そう。セリフはかっこいいけどムカつくね。この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。ま、考え始めるとキリがないんだけどね。うちも知ってるよ。ありえない話だって。うちを封印してた六層氷はとても特別なもので、普通の星にあるわけないのに。そんな可能性、限りなく低いかもしれない。でも、まあ降りるよ。たとえ小さなチャンスだとしても、見逃すわけにはいかないでしょ？自分の過去に関する手がかりが見つからなくても、新世界を探検する気分でさ。正直、ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって、見るからに寒そうじゃん。降りよ。どう？乗車後初の開拓任務に出る準備はいい？さすがね。大丈夫よ。
何事も最初が肝心だから。探索、理解、構築、そして接続。開拓のアキビリの道は、おおむねこの4つのことを指すわ。未知の星を探索して、その世界の現状を理解する。文明と関係を構築して、宇宙の軌道を接続する。かのアイオンはなくなったけど、列車や私たちのような七種の客は、依然として開拓が敷いた運命の上を歩んでいるわ。アキビリのおかげで、私たちは素晴らしい世界と美しい景色をたくさん見ることができてるの。でも何かが原因となり、世紀の前に空間の歪みが発生した。この異常を何とか元に戻さないと、列車は先に進めないわ。こういったことは、私もベルトも初めてじゃない。あの宇宙ステーションの主、ミス・ヘルタと話し合った結果、とある結論を出したの。異常の根源は、性格にあるってね。そう。あんたの体に埋め込まれた性格。ヤリーロ6の世界でも似たようなものがあるに違いないわ。それを探し出して、世紀への影響を消してしまえば、先に進めるはずよ。まだ他にもいろいろ聞きたいことがあるでしょ？いいわよ。降車する前に一つ一つ答えてあげる。そうすることで、開拓の運命から恩恵を得られるのよ。人類が生きるため呼吸し、食べ物からエネルギーを得るのと同じように、銀河列車も運命から各世界を行き来するためのエネルギーをわずかに得ているの。アキビリが滅んだ今、運命の力は思うように扱えなくなった。列車を前へと進めるためには、開拓の道を厳格に守り、それに沿っていくしかないってわけ。アイオンの力は、司る運命に由来する。アキビリは死んだけど、開拓の運命はまだ残ってるの。もちろん、亡くなったアイオンの運命の力は思うように扱えないわ。他のアイオンの眷属と比べたら、七種の客の力は微々たるもの。開拓の道を厳格に守り、各世界を行き来するためのエネルギーを得なきゃいけないのよ。でも、私たちは運がいい方なの。繁殖のアイオンであるタイズルスの場合、死後にその群れはほとんど消滅した。純血のアイオンイドリラは、没落後、純血の騎士団が一緒に消滅してる。それに比べたら、開拓にはまだ私たちがいるから。手がかりはあるけど、多くないわ。いつもは異常な痕跡から調査を始めるわね。例えば、炭鉱のスキャン結果にあった一箇所だけ温度が正常な場所。普通ならあそこが調査の始まりになるわね。でも、あんたの体内にも性格がある。今のところ何の作用があるか不明だけど、もしかしたらより容易に性格の場所を見つけられるかもしれない。ごめんなさい。確実な答えは言えないわ。現在収集した資料によると、異なる世界に落ちた性格は全く異なる影響を与えるってことね。ベルトは、性格はアイオンが各世界にばらまいた加減だと思ってる。けど、私たちのそれに対する理解は不十分だわ。知ってるのは、性格の墜落は文明と生態系に大きな影響を与えることと、裂解のような空間の歪みを引き起こすってことぐらいね。今回の開拓の道を、あんたと炭鉱、そして美月ちゃんに歩いてほしいの。誰かが留守番してないと、パムが寂しがるわ。それにさっき、壊滅のナヌークに目をつけられたばかりだし、反物質レギオンの奴らに狙われたら困るでしょ？彼は行く気満々だったみたいだけど、私が止めたわ。若者同士で親睦を深めた方がいいと思ってね。彼は落ち着いてるし、行動も慎重だから、美月ちゃんに足りない部分を補ってくれるのよ。それに、あんたたちにはもっと仲良くなってほしいしね。彼女自身、行きたいと思ってるでしょ？あの目を見ればわかるわ。おそらく、ここの異変は性格が関わってる。彼女が探し求める答えではないだろうけど、
でも、自分の足で世界を見ないといつになっても成長できないわ。それに、美月ちゃんの性格でずっと列車にいろって言ったら暴れ出すでしょ。他に意見がないなら、美月ちゃんや炭鉱と話してみたら。列車を再び出発させる大事な任務。あんたらに任せたからね。美月ちゃんと炭鉱と仲良くやってね。気をつけて行ってこい。美月と炭鉱も行くのかと思うと、このセリフは世界に対して言ってやった方がいいか。行きたいのは山々だが、姫子に止められていてな。若者たちに友情を育む機会をやれとのことだ。それに、性格ハンターとやり合ったばかりでもある。ナヌークに目をつけられているしな。列車には、姫子と俺の護衛が必要だ。気持ちだけ受け取ろう。美月のこと、君に託したぞ。あ、頼んだ。真面目な顔で怖いことを言うな。不安だな。わかった。行こう。お前が列車に乗る前は、美月がどこかへ行くとき、いつも俺とベルトさんが同行してたんだ。姫子に言われてな。お前が俺のところに来たということは、その任から解放されたのは俺じゃないんだろう。世辞はよせ。嘘が苦手なんだな、お前は。美月の準備が終わったら出発しよう。先に行ってくれ。すぐに追いつく。じゃ、行ってきます。宇宙、銀河列車、アイオン。ファンタジー映画の世界にでも召喚されたのか。俺の体の中に性格とかいうわけのわからないものまで。星を捕まえてるの？うちもやったことあるよ。まあ、星じゃなくて、ライトだったんだけどね。全部雪だね。人の真似しないで。俺たちには開拓の力があるからだ。簡単に言えば、過酷な環境であろうともすぐに適応できる。ほらほら、いちいち説明してたらきりないよ。どうせ知っても知らなくても同じなんだから。そんで、どこに向かえばいいの、炭鉱。座標によると、目的地はすぐそこだ。よし。じゃあ、こんなところで立ち止まってないで、早く行こう。そう焦るな。まずは作戦会議だ。またなの？炭鉱の習慣だよ。情報を羅列して整理するのが好きなの。うちと同類だね。いや、炭鉱が勝手にやってるだけ。基本的なことだから、心に留めておいて損はない。はいはい。どうぞ話してください。耳を澄まして聞いとくから。まず一つ。今回の着陸座標を頭に入れておけ。列車に戻るとき、またここのワープポイントに戻ってくることになるかもしれない。なんで？うちらチケット持ってるじゃん。それが今から話すもう一つだ。チケットはいつどこでも使える万能アイテムじゃない。任務執行中、様々な事故が発生する可能性もある。自分の退路を自分で確保しておいて損はない。ほんと心配性だね。
炭鉱もうちもいるんだし、大した問題は起きないと思うけど。大丈夫だよ。うちら3人で解決できないことはないって。あんたは性格を持っていて、うちには唯一無二の6層票がある。そして炭鉱は、なんかよくわからない不思議な過去を持ってる。私たちを相手にする人の方がかわいそうだよ。でしょ？それに、姫子や幼おじちゃんに子供扱いされるのも嫌だし。3人で大活躍して、あの2人に見せつけてやろう。そうそう、わかってるね。炭鉱も、姫子にうちのお目付け役をずっと押し付けられるのは嫌でしょ？自覚があったのか。じゃ、全員 OK だね。レッツゴー！ひどい吹雪だ。決してはぐれるなよ。どの方角を目指せばいいの？北だ。それだともっと寒くならない？いや、逆に北の方が暖かい。うわ！どうした？あそこに何かいるような、動いた気がする。もしかしたら、この地に生息する獣かもしれない。警戒を緩めるな。木が凍ってる。しかし、お前を封印していた氷ではない。心が読めるの？コンクリートか。ここに人間が住んでいた証拠だな。みんな、聞こえた？今、誰かの声が。おーい、隠れてないで出てきたら？そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ああ！ちょっとお兄さん、雪に隠れてたからって、いくらなんでも槍で刺すなんてひどくありませんか？でも、皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然。むしろ、こうやって知り合えたんですから、幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構、懇意にさせてもらっているんですが。誰？それ。おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？もう、早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。散歩公式と申します。お会いできて光栄です。しかと、頭に刻みます。にしても、こんな雪の中で生きた人間に会うとはね。アジトはどちらに？よろしかったら、僕をかくまってくれませんかね。シルバーメインに追われている身でして。皆さん、ひょっとして商売は初めてで？アジトもないのですか？上層部を勝手に離れるのは犯罪だと知っていますよね。ええ、そう、商売です。そうですよ。どうかしました？俺たちは、初めてこの地に来たんだ。新参者ですか。古代遺跡が目当てでしょうか。大物を狙ってるとか？大丈夫ですよ。安心してください。僕は横取りしません。財宝はたくさんありますから、みんなで儲かりましょう。ねえ、どうぞ。後輩を助けるのも僕の趣味なんで。でも早めにしてください。シルバーメインに気づかれてしまいます。近くの定義にもよりますが、まあ遠くもなく近くもなくといったところでしょうか。少し北に行けばユニオンがありますよ。道を知らないと、まさか隙間を利用して外へやってきたのですか？これは驚いた。隙間？
封印された歪んだ入り口で空間がえぐられたかのような見た目をしたものです。あらゆるところにつながっているので危険ですが、道さえ分かれば大変便利なものですよ。劣界のことだよね。劣界？あなたたちは隙間をそう呼んでいるのですね。まあ、正式な名前なんてありませんから、それでも大丈夫。人類が寒波に抗う最後の砦。プラーミャが神の加護を賜った城だとか。上層部の人間はこう言ってますね。ユニオンを知らないのですか？やれやれ。まさか下層部からこっそりと抜け出してきたとか？どこの通路を利用したんです？いや、どこの隙間を利用したんです？ほう、言いたくないのですね。企業秘密というやつですか。わかりますよ。上層部とか下層部とか言ってるけど、それって何なの？ユニオンを分ける2つのエリアですよ。地上にあるのが上層部、地下にあるのが下層部。上層部は幸せに満ちた楽園。下層部は苦しみに満ちた地獄。上層部は聖なる民を称し、下層部は悪魔の子と呼ばれています。ただの例えで気にすることはありません。今は生きるだけで精一杯な世の中ですので。青い鎧を着た者のことです。通称、青鎧とも呼ばれます。ユニオンの武装組織、執行者、警察、軍隊。要するに、あなたと僕のような密売人の敵ですね。またまた、あちこちから古代遺物を手に入れて売っているんですよ。つまり、青鎧に禁止されていることをね。でも、お金のために人は死ぬというじゃないですか。ユニオンの管轄地域であろうと、その膨大なお宝を放っておくのはもったいない。城から抜け出すとき、運悪く青鎧に見つかってしまいまして、それもジェパードランドゥの直属部隊に。そいつらから逃れるため、慌てて雪の中に飛び込んだというわけです。では、早々にここを離れましょう。シルバーメインがまだ探しているかもしれないので。では、早々にここを離れましょう。シルバーメインがまだ探しているかもしれないので。案内してもらえる？うちらこの辺について詳しくなくって。お嬢さん、道案内ならお任せを。なぜなら、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろん、青鎧に見つからないよう、声は抑えめでね。正直なところ、皆さんどこから来たんですか？僕の好奇心がうずうずしていまして。ほら、あなたたちには命を取られかけた後、和解をしたわけですし、もう少し仲が深まってもいいのではないでしょうか。どうする？教える？言ったところで理解できないだろう。逆に嘘をついていると疑われることになる。傷つきますね。僕、賢くはないですけど、人の言葉を理解できないほどではありませんよ。散歩、あんたの故郷に色のついた氷ってある？はあ、僕の故郷にですか？氷どころか、雪すらありませんよ。そういったことは、上層部の人間に聞くのをおすすめします。確かに、ユニオンの人間には見えません。だからといって、下層部の人間とも違う。もう聞かないでよ。外から来た。お前に教えられるのはこれだけだ。外？ほう。ますます興味深くなってきましたね。雪が小降りになってきたのは、僕たちが正しい方向へと歩いてる証拠です。祝福を賜った都市は、吹雪の脅威にさらされません。
プラーミャが見守っているからです。プラーミャは知っていますよね。あれはあっちゃー、先ほど話したシルバーメインのことを覚えてますか？あちらの方々がそうです。手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。人数が増えてる。仲間を呼んだようだ。ちょっとどういうこと散歩。説明も何も、見たまんまです、友よ。くそ、強い。耐えろ。もうすぐ援軍が来る。チャンス。ここは任せましたよ。アデュー。ちょっとあいつ。最容疑者は？逃がしてしまいました。だが、仲間は捕らえた。助けに来るかもしれない。本当に助けに戻ってきたら、うちが一緒に叩いてあげる。うん、待ってても一生来ないよ。あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ？せっかく手を貸してあげたのに、私たちを利用するなんて、信じたうちがバカだった。黙れ。ジェパード様の前で勝手に喋るな。気にするな、ケール。彼女は自分のために弁護をしているに過ぎない。これはプラーミャ様が許された権利だ。もし嘘をついていれば、執政官様がその罪を問うことになる。容疑者に手を貸したと言ったな。一般人がユニオンから離れるのは禁止されていると知ってるだろう。この場にいるだけですでに重罪だ。言っても信じてくれないかもしれないけど、うちら、ここの人間じゃないんだ。あんたは喋らないでね。遥か遠い場所からやってきた。ここに人の住む町があるって聞いたんだけど。遥か遠い場所。寒波の外からか。そんなところにまだ人間がいると？ザレ言。隊長、私がこいつらの口を塞いでやります。神への冒涜です。ほんとだって、よく見てよ。うちら3人とも、ここの人とは全然違うでしょ？待て、ケール。この言葉の真偽を判断するのはまだ早い。服装を見たところ、確かにユニオンのものとは異なる。それに、彼らが所有している古代遺物も、これまでに発掘されたことのないものだ。博物館にも似たようなものは置かれていない。しかし。それと、僕の直感が言っている。特別な何かを感じるんだ。執政官様に似た、特別な何かを。こう考えるのはどうだ、ケール。彼らの判決は、君と僕が下すべきではない。この者たちが本当に外から来たのであれば、ユニオンにとっては1000年もの間得ることのなかった。外に人類が生きている証拠になる。このことは、執政官様に報告した方がいい。執政官様の判決が下されるまで、罪人として扱ってはならない。では、この容疑者は？正体を一つ作り、城壁付近の巡回を増やそう。そうすれば、そうやすやすと逃げられまい。それに今は、もっと重要な任務がある。聞いた！うちの起点のおかげで助かったんだよ。今回は迷惑かけずにみんなを救えた。ふんふん、謙遜はしないよ。うちってばさすが。さっきはびっくりしたね。あの人、怒ったら怖いんだろうな。まだ気を抜くな。完全に危機が去ったわけではない。諸君には、ベロブルグまでついてきてもらう。もし先ほどの言葉が真実であれば、執政官様が正しい判決を下されるはずだ。ようこそ、ユニオンへ。
寒くなくなってきたね。君たちが今立っている地は、ベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦だからな。寒波？不在時代には、こういった都市がたくさんあったそうだ。あの頃の大地はどこも活気に満ち溢れ、至るところで溶岩と煙が湧き立っていたという。硫黄とコークスが地下の悪魔を目覚めさせ、悪魔たちは寒波で世界を滅ぼした。連綿と続く吹雪が世界を凍らせ、残るはベロブルグのみ。プラーミャ様のご加護のもと、この城だけは風雪に侵されてもなお、永遠に暖かいままなんだ。変な話し方？もともと彼の言葉ではなく、何かの書籍から引用しているんだろう。そっか。じゃあ、なんでうちらにこんなこと話すんだろう。君に聞かれたからだ。ジェパード長官、ペラシカ、状況は？騒ぎは収まりました。太陽の引き間中の安全を確保するため、シルバーメインが城内を巡回しています。容疑者の身元は現在調査中。ここ最近のデータによると、上下策動の両方に異常はありませんでした。ペラシカン、君の考えが聞きたい。計画した襲撃行為とは思えません。長官、犯人は一人かと。あと暴力行為が一切見られませんでした。もしかすると、その者はあそこの方向車で不注意から行政区に入り込んだのかもしれません。つまり、策動以外にも、他の通路が地下とユニオンをつないでいると。多くの研究者が同様の仮説を立てております。それに、私たちはまだあそこについて詳しく知りません。君の意見を報告書に加えよう。この者らは自分たちが遠いところから来たと言っている。城の外からだそうだ。ベロブルグの遠くから？雪原の外ですか？そんなところでまだ人間が生きていられると。3回目だね。ちゃんと覚えてるよ。恐ろしい破滅かな。正確だろ。それは本当ですか、長官。城の外から。真実がどうであれ、君と僕にそれを判断する権利はない。この件については、執政官様に報告するしかないだろう。執政官様の指示があるまで、この者たちは貴賓としてもてなす。しかし、ちゃんと見張っておけ。一人たりとも君の視界から外してはならない。承知いたしました、長官。ここまでの道、さぞかし疲れたでしょう。私についてきてください。見知らぬ人間が3人。それがベロブルグへとやってきた。そのうちの一人は壊滅の種を持っており、滅亡をもたらすことになると。訓戒は覚えてるわね。壁を守れ。じきに悪魔が吹雪のごとく降臨し、厄災は剣瓢となって骨を突き刺す。種は地にまかれた。いつの日か、壊滅は再び訪れる。そうだ。それがプラーミャ様の教え。その者たちをここへ連れてきなさい、ブローニャ。作戦の指揮は貴様に任せる。私が直々にその者たちを審判し、浄化するとしよう。はい。執政官様。誰もいないときは、母と呼んで構わないわ。はい。早速手配します。お母様。よ、ペラ、仕事中？ええ、公務の執行中です、セーバル。あなたの優秀な弟さんに言い渡された任務をね。じゃあジェパードは？こんな可愛い女の子に仕事を押し付けて、自分はサボってるわけ？執政官様に報告をしに行ってます。いっつもそうじゃんか。そうですね。いつもと同じです。で、その人たちは？見たことない顔だけど。ユニオンの貴賓です。はあ？ジェパードのやつ、接待の仕事まであんたに押し付けてんの？なんでもかんでもお世話しちゃって。もういっそのこと、家族になったら？どう、ペラ？お断りします。まあ、うちのペラは可愛いから、あいつにはもったいないか。あ、そうだ。また新しい曲書いたから、今晩おいでよ。ええ、忙しくなかったら行きます。ブローニャ様？そこの3人を渡して。しかし、ジェパード長官が。執政官様の命令だ。
悪魔は人間の群れに潜み、人間の皮をかぶる。やっぱり、悪魔の子も私たちと見た目が変わらない。悪魔の子？うちら外から来たんだけど、もう何回言わせんの？ユニオン以外に、この世界に文明の火種はもうない。プラーミャ様の訓戒こそが真理。プラーミャ様の真理に間違いはない。雪と氷に埋め尽くされたこの世界では、ユニオンですら、プラーミャ様のご加護がないと存続できない。嘘をつくのも大概にしなさい。悪魔の狡猾な舌は、甘い声で神を冒涜する言葉を紡ぎ出す。命令に従い、あなたたちには執政官様の審判を受けてもらう。全員、連れて行け。ねえねえ、あの子誰なの？超怖いんだけど。悪魔の子って何言ってんだろう。どうやら、ジェパードよりも身分の高い人物らしい。その上、最初から俺たちに敵意を抱いている。なんで？うちらまだ何も悪いことしてないのに。だってうちらが関わると、どの世界でも悪いことが起きちゃうでしょ？口実を探すまでもないだろう。それに、最初から俺たちに敵意を抱いている。なんで？うちらまだ何も悪いことしてないのに。だってうちらが関わると、どの世界でも悪いことが起きちゃうでしょ？口実を探すまでもないだろう。そうだね。うちもだよ。はあ、あっという間に気品から囚人か。うまいこと言ってる場合？ムカつく。美月、逃げる準備だ。まだいい手は思いつかないが、機を伺って行動するべきだろう。あの娘は、俺たちに対して敵意を持っている。理由は謎だがな。俺の勘が、このままでは危険だと告げている。連行されるのは避けたい。うちもびっくり。こういう提案っていつもうちが言うのに。とにかく、俺の合図を待て。ねえ、見てたんこ。隙間がある。劣界を利用して逃げよいや、危険すぎる。もう、何迷ってるの？逃げるって言ったのあんたでしょ？今がそのチャンスなんだから。そうだな。それじゃ、行くよ。ではでは皆さん、お先！地獄より訪れし者、いずれ地獄に帰る。やはり悪魔。あの人たち、まさか飛び込むなんて。わかったでしょ、そこの兵士。執政官様が捕らえるよう命じた理由が。どうなさるおつもりですか？その者たちをここへ連れてきなさい、ブローニャ。作戦の指揮は貴様に任せる。あいつらは必ず、執政官様のところへ連れて行く。
いつら怖くて入れないんだ。これで自由。ざまあみろ。うちらを捕まえるなんて100年早いんだよーだ。危険すぎる。成功っていうのはみんなリスクを背負う覚悟のある人間が掴むんだよ。劣界を使うという意味ではない。じゃあうちが考えたってことで、手柄はあんたに、責任はうちが持ってあげる。運も実力の一部だからね。追っ手が来る前に早く行くとしよう。これ以上、騒ぎが大きくなっては面倒だ。追っ手？そんな度胸、あいつらにあるのかな。劣界は歪んだ空間。下手したら永遠に出られないんだよ。だって仕方なかったじゃん。こんな氷漬けの冷蔵庫みたいな世界の牢屋に入るよりマシでしょ。劣界の本質は歪んだ空間。きっといくつか出口があるだろう。ただ、出口へとつながる道は険しく、見つけるのも困難だが。ひとまず、今は出口を探すことが最優先だね。未知の劣界で出口を探すのは、ほぼ不可能なことだ。でも入り口に戻ったら、今頃たくさんの兵が集まってるはずだよ。ああ。だから、計画を立てて慎重に行動するほかない。そうだね。はあ、うちも劣界に囚われた人くらいは見たことあるからね。気をつけないと。敵だ。数百年もの間、この地はユニオンによって研究されてきた。私たちが把握してないとでも？この地は危険だからユニオンの軍人が追うはずないと思った。プラーミャ様への信仰が私たちのちっぽけな命と比べ物になるとでも？構えろ。いいの？あの子まだ喋ってるよ。あれはただの少女ではない。忘れたか。彼女は。私はブローニャランド。神に選ばれし者。ここに執政官様の裁きを告げる。やれ！避けられない戦いだっていうのはわかるけど、炭鉱あんたさ、このままだと絶対女の子にモテないよ。おとなしくしろ。モテないままでいいからこっち来ないで。はあ！伏せろ！ブローニャ様。仕方ない。私自ら悪党どもに制裁を。あの子、なかなかだね。ねえ、タンコ、あんたのとっておきでも使ったら？その役はお前に譲る。つまんない。あなたたちの実力は認める。だが、ジェパードが今部下を率いて、こちらに駆けつけているところだ。少なくとも彼らが来るまで、あなたたちを足止めする自信はある。降参しなさい。抵抗をしても無駄。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど、すみませんね。何者？息が苦しい。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。
気をつけろ。うん。本当に追ってきた。それどころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。奴が来る。一切をその目に焼き付けよ。我が継承者、毎晩このような悪夢を見ることになるでしょう。そしてやがて理解するはず。一切をその目に焼き付けるのです。このすべてをあなたに受け継いでもらいます。気をつけなさい。君のおもちゃはそんなに破壊力を持っているわけじゃないんだから。じゃあ、なぜ目が覚めないのです？普通に眠っているだけよ。それもかなりの熟睡。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。寝言？てっきりウイルスが脳内に侵入して、それと必死に戦っているのかと思いました。だから、君の爆弾はそんな大層なものじゃないって。他の人はとっくに目を覚ましてるでしょ？ところで散歩。あの上層部の娘をどうする気？どうって？他の人と同じように木を見計らって帰ってもらおうかと。なぜそんなことを聞くのです？私は騙されないからね。散歩好き。連れてくるつもりはなかったんです。ただ霧が濃く、僕も慌てていたので、ついうっかり。っていうか、この件、遅延とは関係がないでしょ？問題になったりしませんよね？それは君次第かな。そもそも、遅延が上層部の人間に対してどう出るかは君もよく知ってるでしょ？それなのに、どうしてこんなことを？君は無関係な立場でいられたはずなのに。お友達を助けるのが好きなんですよ。じゃあ気をつけなさい。小娘が逃げちゃったみたいだから。それじゃ。待ってください。注射とか薬とかはないんですか？物資が少ない今、ただの寝ぼすけにあげられる薬はないのよ。はあ、無事だったんですね、ブラート。体は大丈夫ですか？どこか痛いところは？それはよかった。ずっと起きないから心配しましたよ。なるほど。脳に損傷があったようですね。ずっと壊滅やら性格やら叫んでいましたよ。聞いてるだけで鳥肌が立ってしまいました。さあ、目が覚めたのなら早く起きてください。どうやら僕たちは運命によって結ばれているようです。ほら、命を救ったのですから、そのお礼に上層部の女の子を捕まえてきてくれませんかね。覚えてないんですか？上層部でやり合っていたでしょ？やられかけていたところをこの散歩がお救いしたんです。もう忘れてしまいました？実はあの女の子も僕の不注意で連れてきてしまいまして、部屋に閉じ込めておいたのですが、鍵が壊れていたみたいです。とっくに起きていますよ。冷たそうな男の人は近くを探索してみると言って出て行きました。もう一人の女の子はいつの間にか姿を消していましたね。僕が言うのもなんですが、ブラート、
お仲間と仲がよろしくないのでしょうか。僕の方がよほどあなたを心配していましたよ。ありがとうございます。もし青鎧や遅延に上層部の人間を下層部に連れてきたことがバレたら、僕もただじゃ済まないので。ですから、早く出発しましょう。で、このタイミングで、ですか？まあいいでしょう。なんです。詳しくは秘密ですが、昔、ある人から教えてもらった極秘のレシピを利用したんですよ。材料を手に入れるのも苦労する一品なんですが、あなたを救うためにこの3歩、一肌脱がせていただきましたよ。質問は以上でしょうか？もちろん嘘です。追っ手が来るかもしれなかったので、人質にさせてもらいました。ただ、僕も後悔しています。彼女をどう扱ったらいいのか悩んでいまして。ですから、今は彼女を見つけることを優先しましょう。ベロブルグの地下、いわゆる下層部です。時間を浪費しすぎましたね。この辺のことはまた今度、ゆっくり話しましょう。ナターシャのことですか？彼女はこの辺りの医者です。言っておきますが、彼女を怒らせないようにしてくださいね。下層部の数少ない医者ですから、怒らせると、ここ一帯の住民を敵に回すことになりますよ。これで、気が済みましたか？では、行きましょう。時間は待ってくれません。ほら、急いでください。親愛なる友よ。人類が寒波に抗う最後の砦、ベロブルグの地下へようこそ。そう、見ての通り、ユニオンの地下にはこんなにも巨大な空間が広がっているのです。ただし、光も風も雪もありません。あるのは掘っても掘りきれない地髄のみ。この地髄で地下と上層部にエネルギーを供給しています。やっと来たか。慣れない環境では、まず観察をして必要な情報を集める。また劣界に飛び込むことがあった時のために、万全の準備を整えておかないとな。地下空洞、複雑な構造、岩壁に囲まれた地。索道とその支柱だけが地上につながっているようだ。ここが噂の下層部だろう。わからない。ただこれまでの経験則だと、ほっとけば自分から出てくる。はぁ。何やら市場の方が騒がしいようだ。ああ、そうだな。それはただの夢ではなく、きっと何らかの意味があるのだろう。その夢が、地下に正確の手がかりがあることを暗示していると、お前は思っているのか？何の内緒話ですか？そういえば、あの上層部の娘を見ませんでしたか？あのブローニャって名前の娘か。見ていないな。あっちゃー、参りましたね。早く見つけないと。鉱脈内の地髄がだんだん減ってる。みんな困ってるんだ。今期の採掘目標はどうすればいい？心配しなくても大丈夫だって、ジジイ。地髄なんてネズミと同じで勝手に湧いてくる。場所を変えて掘ってみたらどうだ？新しい鉱脈が見つかるかもしれないぜ。お前はまだ若いから知らんのだろう。鉱脈の場所は各採掘チームがすでに把握してる。これ以上見つかりっこない。離して目が覚めたんだ。ほら、あれ見て。悪いことでもしたんじゃない？
悪魔とか無礼者とかずっと言ってるよ、あのお嬢様。自分には優しく、他人には厳しく接するって決めてるの。さっき街を歩いてたら、あの子を見かけてね。それですぐに隠れたから、何があったのかはあんまり見てないんだけど、あの子、歩きながら後ろを気にしてた。まるで誰かに追われてるみたいに。それで人にぶつかって、そのまま絡まれたんだけど。それで？パパって倒しちゃった。無意識だったんだろうね。まあ同じ状況だったら、うちもそうしてただろうけど、知らない場所で知らない人に絡まれるなんて怖いし、向こうも運が悪いよね。炭鉱とやり合える子に絡むなんて。あんたも戦ったからわかると思うけど、あの子半端ないよ。炭鉱とやり合えるなんて普通の子じゃできっこない。あの小娘は、確かに甘やかされたお嬢様ではない。皆さん、じっと見てるだけのおつもりで、このことが明るみになったら本当に困るのですが。よくそんなこと頼む勇気があるね。雪原で裏切ったこと、まだ覚えてるから。注目をされるのは困るが、あのブローニャを放っておけば余計面倒になりそうだ。そうそう、さすが、話が通じる。そうそう、炭鉱殿のおっしゃる通りです。勢いで言っただけだから、そう気にしないで。正直言うと、うちも炭鉱に賛成かな。ある意味、あの女の子も、もううちらと無関係じゃないし。よくぞ言ってくれました。わかってますね、お嬢さん。助けに行こう。黙りなさい、散歩。あんたとスバローグのことはゆっくり解決していくから。今、遅延には、あんたの協力が必要なの。こいつらが、そうね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでいるか、だって？未だに上のお嬢様気分なのかしら。そうですね。すぐにわかるわ。何も、私たちのボスがあんたたちに会いたがってるだけ。こんなことってあります？毎日あんなに苦労して古代遺物を探してるのに、この扱いの悪さ。まったく仲間扱いしてくれる気ないのですね。知っていても言えません。でも、すぐにわかりますよ。おっと、ここを離れたいのですか？上層部と下層部をつなぐ道は、あの大勢の兵に守られている策動以外だと、遅延のものしか知りません。一種の商売だと思ってください。まずは相手のボスと懇意になって、そこから必要な情報を聞き出すんです。はあ、散歩はいつも真心込めて接しているというのに、そう冷たくされると悲しいです。でも、こういう扱いには慣れています。世の中、こんなものですから。本当に傷つきましたからね。本当ですよ。ここでの目的は覚えてる？そう、よく覚えてたね。でも残念。全然手がかりがない。この世界、いろいろと分かりすぎだと思わない？星全体にこれっぽっちの人間しか残ってないのに、上と下に分けるなんてことよく考えるよね。めんどくさいな。早く解決しないと、また姫子と幼おじちゃんに笑われる。
それはないでしょう。列車を離れてから1日も経ってないんだから。最も長く列車から離れていたのは、ようおじちゃんの半月だね。炭鉱が戻ってきてから5日過ぎてもまだ行方不明だったのに、姫子は全然焦ってなかったよ。あ、違う。最長記録は炭鉱の前に乗車してた人か。列車から離れて二度と帰ってこなかったから、姫子の話によると、ようおじちゃんと相談した結果、探さないことにしたらしいよ。じゃあ、うちも一緒に厄介事を処理してた方がよかったよ。正直、反物質レギオンと戦うことになってたとしても、ここにいるよりかはいいし。姫子とようおじちゃんがいたら、何でも頼れて安心感があるのにな。美月、機嫌が悪いようだな。何もない星に半年間閉じ込められると、動いているよりも、じっとしている方が楽なことに気づく。そもそも、逃げることを提案したのは俺だ。彼女はただ、無謀な逃げ道を選んだに過ぎない。それに、俺たちはおせっかい焼きで、何にでも首を突っ込む性分だ。遅かれ早かれ、トラブルに巻き込まれていただろう。お前は、散歩コウスキを信用してるのか？その考え方は、ただ結果を見たに過ぎない。たとえ彼が現れなくとも、俺たちはトラブルを解決できていたかもしれない。無事に逃げ延び、誤解を解いて、この星を開拓していた可能性もある。彼が現れたことで。いや、彼が俺たちを助けたことで、このような状況に陥ってるんだ。大事なのは何を成したかで、心ではない。俺の考えでは、散歩のような人物こそ一番危険だ。これまで彼は全く自分の意志を見せることなく、俺たちをこのような状況にまで追いやった。まだ危険性がわからないか？俺たちに害を負わせてもなお、お前はあいつをいい人だと思っている。そういう話し方をお前はよくするよな。かっこいいと思っているのかもしれないが。まあ、お前の好きにしろ。そうだ。一つ気になっていたことがある。あいつはどうやって俺たちを気絶させたんだ？そんじょそこらの薬では、俺はどうにもならないのだが。まあいい。考えすぎかもしれない。宇宙には未知のものがたくさんある。俺を無力化させる毒素があっても、不思議ではないだろう。とにかくだ。散歩コウスキには気をつけろ。退屈してるんですか？でしたら、散歩お兄さんとお話でもどうでしょう。もちろん違います。あなたたちのためにわざわざレンタルしてきました。家賃は1日缶詰2個。これも恩返しの一つです。おかげで青鎧から逃げられたんですから。安全第一でして、本当の住まいは誰にも教えない主義なんです。言ってませんよ。間抜けじゃありませんし。彼女がシルバーメインのお偉いさんだってことが遅延にバレたら、八つ裂きにされますよ。下層部が最も憎んでいるのが青鎧どもです。地下の鉱石を徴収し、徴収した量に応じて補給品を配っています。いくら配るかもあいつらのさじ加減です。こういうのを商業の世界では独占と言います。恨みを買うのも当たり前ですね。僕のお得意様です。何を隠そう、上下を行ったり来たりできるのも、あなたたちを助けられたのも、遅延の秘密通路を利用したからなんですよ。その代価として、遅延は僕から必要な古代遺物を低価格で購入できます。僕の儲けは残りの部分から得るしかありません。ゼーレは遅延の幹部、ボスのオレグが信頼を寄せる存在です。彼女から見れば、僕なんか遅延の犬に過ぎません。犬でも結構ですが。
さあ、でも義理を通す連中ですから悪いようにはなりませんよ。遅延が何を求めているのか少し考えてみることをお勧めします。何せ上層部へと戻る鍵は彼らが握っているのですから。そんな目で見ても言いませんよ。僕、長生きしたいので。遅延が許可を出すまで教えることはできません。そうですか。ではまた。私を助けたからといって、もう大丈夫とか思わないで。あなたたちに作った借りはいずれ返す。けど、それと悪魔の末裔と通じているのは別。とにかく、執政官様が自ら教えてくださった。あなたたちの中に壊滅の種を持つ人間がいると、執政官様に誤りはない。地上に戻りたいんでしょ。私も同じ。だから、あなたたちの邪魔はしない。この世界を脅かさない限り、執政官様の命令は絶対。少なくとも私にとっては。無事地上に戻ったら、私は、正体がバレたらどうなるのか、あなたに言われなくてもわかってる。悪魔は寒波を招き、世界に終焉が訪れる。悪魔の末裔は永遠にこの地に囚われ、苦役でその罪を償う。幼い頃からプラーミャ様の訓戒を聞いてきた。その時に思った。地下に囚われた悪魔の末裔は、地上の私たちを死ぬほど憎んでいるのだと。悪魔って顔に書いてあるわけじゃないでしょ。でも実際、彼らと対面してみて、恐怖心や憎しみといった気持ちは湧いてこなかった。いくら気を引き締めていても、目に映るのは普通の人間。いや。馬鹿にしないで。私には私なりの考えと判断基準がある。プラーミャ様の訓戒に間違いはない。けど、我々が地上で安穏と暮らしてきたこの数百年の間に、おそらく何かの異変があった。もう少し考える時間を。悪いけど、ボスが来るまで誰もここから離れないで。あんたはそう思ってるかもしれないけど、それでも私の言うことを聞いてちょうだい。じゃ、行けるものなら行ってみなさい。つまんない。散歩の動きをすべて把握しているからよ。当然あんたたちのこともね。遅延の情報収集能力はすごいのよ。あちこちに私たちの仲間がいるからね。それに、あんな大騒ぎがあったし。あんたと関係ないし。もうすぐボスが来るから、じっと待ってなさい。なんだこれは。散歩。頼んだブツはどこにある？今回は運が悪くてですね。外に出るとき、青鎧に見つかってしまったんです。そうか。だが、代わりに他のブツを連れてきたようだな。あの者たちのおかげで青鎧を振り切れたんです。恩には恩を。他に方法もなかったので。でも保証します。あの者たちはずっと気絶したままでしたから、遅延の秘密通路はバレていません。誓って断言できます。どうも。オレグだ。うちはミツキ、こっちはタンコ、あっちはタンコの妹。うちはミツキ、こっちはタンコ、あっちはタンコの妹。うちはミツキ、こっちはタンコで、あっちはタンコの妹。うちらみんな罪のない一般人なの。元の場所に帰らせて。その小娘の身なり、
シルバーメインのもののようだが、隠す必要はない。こんな年だが、それぐらいの洞察力は持ってる。このおじさん、鋭いね。この立場になると、どうしても慎重にならざるを得ないんだ。たまに失礼に感じてしまうかもしれないが、必要なことだ。理解してほしい。可能であれば穏やかに話がしたい。だがこれも、お互いに誠実であることを前提にしたものだろ？お前らも俺の言葉に賛成するなら、素直に自分たちの正体を明かしてくれ。どうせその口で言わなくても、散歩が全部教えてくれるがな。そんな言葉を信じると思ったか？そんなスケールの大きな話を言い出したら、もっと信用できなくなる。でたらめを言ってごまかすつもりじゃないだろうな。ボス、ちょっと。ああ。わかった。つまり、お前らは確かに外の人間だが、地下にも地上にも属さないと。面白い。ゼーレ、サンポ。お前らは出て行っていい。俺たちだけで話したいことがある。オレグって人、豪快であっさりしてるね。ね。え？じゃあ気をつけなきゃ。よく笑うから。とにかく、いきなり逮捕しようとする奴らよりはマシだよね。彼の信頼を得られれば、正確に関する手がかりを聞けるかもしれない。うちも炭鉱も交渉は苦手だから、ここはあんたに任せたよ。あのオレグという人物。真綿で針を包んでいるかのような。その内心には何かがあるように感じる。喋りすぎはかえってあだになる。しかし、俺の直感で判断するに、話が通じない人ではない。地上の連中が見せた警戒心と比べたら、ここのボスとつながりを持つのは簡単だろう。彼なら、手がかりを探すのに役立ってくれるかもな。彼とつながりを持て。手がかりを探すのに役立つかもしれない。遅延。執政官様への報告で、この名前を見たことがある。詳細は覚えてないけど、何かを企む秘密組織だった。私が知ってるのはこれだけ。執政官様は私が報告書を読むのを嫌ってた。自分の後を継いだらいずれ全てわかると。報告書には極秘、暴走、歴史といったワードが書かれていた。ただ他は全て機密扱いになっていて、私にはまだ読めなかった。どうだか、人は時に奇妙な理由で集まることがあるのだから。私が読んだ資料に、シルバーメインが処罰してきた非合法組織をまとめたものがあった。その中には、政党権利協会という会員のため、アリバイを作る組織があって、そこは、その配偶者や子供の目の届かないところで、会員が好き放題遊べるようにするところだった。今雪だるまを作ってるとか、適当なアリバイを作ったりしてね。遅延のことは信じられない。一旦、オレグの話を聞いてみよう。さて、前置きはこの辺にしよう。実を言うと、お前らをどうするか判断しかねていてな。地下はお前らがいていいような場所じゃない。だからまず、簡単な質問に答えてもらおう。地下に残りたいか？ちょっと、冗談言わないでどうやら意見が一致してないようだ。ダメだよ。うちらも帰らないといけないんだから。地上に戻らなくちゃ。ね、タンコ。どっちでもよくないよ。うちらは上に戻らないと。よし。意見が一致したようだな。よかった。
もしここに残ると言われても逆に困ってたところだ。こんな貧乏なところに尊い異界の客人とシルバーメインのお嬢さんがいてもどうもてなしたらいいかわからないからな。全員帰りたいというのなら条件について話させてもらおう。ほう、理解の早い小僧だな。金なぞいらん。面白いことを言うな、お前。青鎧のお嬢さんよ。聞かせてくれ。上層部にいるお前らは、地下の人間をどう見てる？あなたたちは悪魔の子。寒波を招く厄災。地上を滅ぼした罪人の末裔。罪を償うために、プラーミャ様が地下での労働を課した。そう、治髄の採掘を。ふん、それは嘘だ。悪魔の子も、罪も、寒波も、すべて作り話に過ぎない。地下の人間も、地上と変わりはない。みんな人間なんだ。この嘘のせいで、俺たちは代々地下に囚われてる。嘘？子供でさえ知っている歴史だ。歴史は往々にして虚実にまみれている。お嬢さん、信じられないというのなら、この俺を見ろ。ゼーレとサンプを見ろ。地下に住む者たちを見ろ。そして、その高貴な頭で考えてみてくれ。地下の人間は本当に悪魔なのかを。証拠を出すまでもない。地下に生きる一人一人がその証拠だ。俺の言うことが信じられないか？なら簡単だ。しばらく地下に住んでみろ。それでも俺たちが悪魔だと思うのなら、遠慮なく俺の顔を殴ってくれていい。しばらく住めって。ああ。もちろんわざとお前らを困らせてるわけじゃない。取引だと思ってくれ。俺から依頼を出す。それが完了したら、秘密の通路でお前らを地上へ送ろう。そう睨まないでくれ。お前らを信用するために必要なことだ。信用のできない人間に秘密の通路を教えるわけにはいかないだろ。この件が終われば、お互いをもっと理解できるようになってるはずだ。地上に送った後も、お前らには協力をお願いすることがあるかもしれないしな。もちろん、地上に戻った後にどうするかは、お前らの選択にもよるが。些細なことばかりだ。お前らは全員腕がいいと聞いた。俺の依頼も、お前らなら問題なくこなせるだろう。ほう。よそ者が興味を持つようなものが、この地下にあるのか？性格。この言葉を聞いたことは？ないな。でも、お前らが任務を無事完了させたら、地下の隅々まで自由に調査していいぞ。俺たちに隠し事はない。地上の奴らと違ってな。ああ、これで決まりだ。ここにいる間、ゼーレがお前らのガイド役として、遅延の依頼を補佐してくれる。仲良くしてくれよ。あと、先に言っておくが、彼女を怒らせないようにな。あいつが怒ると、俺も手の施しようがない。いや、ただのガイド役だ。睨んだりするなよ。ゼーレはお前らに協力するため同行する。くれぐれも怒らせないでくれ。いや、散歩コースキには他にやることがある。まだケリをつけなきゃならんものが残ってるんでね。そんな奴がそばにいたら不安になるだろ。その点ゼーレは違う。俺に対して深い忠誠心を持ち、お前らの役に立ってくれるはずだ。それじゃあ準備が整ったら、ゼーレに話しかけてくれ。ぐずぐずしないで、さっさと準備しなさい。まだ何をしたらいいのかも聞いてないんだが。地髄って知ってるでしょ？散歩から聞いてないの？ならいい。最初から説明しなくて済むわ。あいつ、
こんなことも教えてないんだ。まあいいわ。今わかったでしょ？名前ぐらいなら知ってるな。地髄は一種の結晶鉱石で、オーロラのような光を放つ、一般の鉱石とは全く違うものよ。ほえー、幻想的な鉱石だね。確かに幻想的なものに聞こえるだろうけど、地髄の原稿を見たときは遠くに離れた方がいいわよ。あれは人を狂わせるエネルギーを秘めてる。何の対策もせず近づけば血肉が徐々に歪み枯れ、最終的には意識が飛んじゃうから。怖っ。最初のイメージと全然違う。怖い？甲府たちは毎日命がけでこんなものを採掘してるのよ。地上の奴らにエネルギーを貢いでる。生きるための資源と引き換えにね。地髄のために生きて、地髄のために死ぬ。地下に生まれたものの運命よ。何かそれを防ぐための保護措置は？あるけど、役に立たない。一日中工場で働く人間にとって、いくら分厚い防護服を着ても無駄だから。長期的に地髄の粉塵を吸い込んだ甲府は、みんな消化症にかかって、肺から体内が結晶化していく。決して治ることはないわ。でも最近、その特効薬を売る奴が現れて、消化症を完全に治せると言ってるの。飲んだら本当に症状が改善したらしいけど。いいことじゃないの？地下の世界はそんな甘いもんじゃないわよ。お嬢様。ちょっとは頭を働かしたら？本当にその薬に効果があるのなら、どうして闇市でしか流通しないのか。副作用があるから。それ以外にないでしょ。そうよ。なかなか正義感があるのね。その薬を飲むと、一時的に痛みが和らぐけど、根治できるわけじゃない。死の淵から戻ってきたと患者が喜んでいる間にも、消化症は悪化していくわ。もともとは、ボスに言われて薬を調査してたの。ボスがあんたたちを同行させるって言うなら、私も別に構わない。ただし、のんびりせずにキビキビ動いてちょうだい。私の足を引っ張らないでよ。今日探すのはどっちとかいう薬売りよ。遅延は前々から彼のことを調べてて、その情報に間違いがなければ、よくこの辺りに現れるらしいわ。どこも人だらけ。人混みに紛れれば取引もしやすいだろうね。ここの人、全員消化症の患者？この辺りに病院でもあるの？病院？何それ？病院を知らないの？病気になったら診察を受けに行く場所。ああ、ナターシャがやってる診療所のことね。そうよ。あんたの思ってる通り。けど、消化症は治せないわ。だから、みんなが診療所に行くのも、苦痛を和らげるためでしかない。ここ最近、診療所に行く人が急に増えてね。おそらく、特効薬の噂を聞いた人たちが、あわよくばとか思ってるんでしょ？何か手がかりは？被害を受けた家族から聞いた特徴と、それを参考に書いた似顔絵しかないわ。どっちは狡猾な人物よ。似顔絵だけじゃ、見つけるのは難しいでしょうね。ボスはそう思ってるんだろうね。へえ、自信あるじゃない。作戦を説明するわ。あんたたちが下の人間と話して手がかりを集める。何かあったらすぐに合図を出してちょうだい。私がすぐ近くで待機してるから。ただし、あまり遠くまで行かないでよ。昔何回かここで見張りをしてたから、顔がバレてるかもしれない。そんなことしたら、捕まえて工場に送ってやるわ。さあ、もういいでしょ？無駄口叩かずにさっさとやりなさい。首も、腕も、足も、全身が痛い。大丈夫かだと、死にかけてるってのに、大丈夫な風に見えるのか？他に何があるって言うんだ？お茶を飲みに来た人間にでも見えるか？薬を手に入れないと。どっちがどこだ？
こで待ってろと言われたんだ。探しに来るって。聞いてどうする？まさか、お前も薬が欲しいのか？こっちが先客だからな。どっち？一体、どこに？どこで薬を買えば。ええ、私は大丈夫よ。ただ、ちょっと困ってるだけで。そう、あなたも、この近くに特効薬を売っている人がいると聞いたの。父さんが消化症にかかって、ずっと診療所に連れて行きたかったんだけど、それを拒まれてて、これ式の病気で家族の生活に影響を与えるなって。でも、その結果、先週ついに倒れてしまったの。朦朧とした意識の中、苦しそうな上言をつぶやいてて、ここに信頼できる薬売りがいるって聞いたんだけど、何日待っても見当たらないのよ。薬売りの名前は？確か、どっち？やっぱり！もし見つけたら、教えてくれない？ありがとう！私はもう少しこの辺りを探してみるよ。それじゃあ。そんな、でも、もう少し探してみることにするよ。あんたら、薬に興味はないか？それしかねえだろ。正真正銘、完全に治せる薬さ。今誰もが欲しがってるもんだ。ここじゃなきゃ買えねえぜ。相場よりちと高くなっちまうけどな。へへ。もちろん。いやいや、どっちって誰だ？そんなやつ知らねえな。どうやら知っているみたいだな。でなければ、そう慌てはしないだろう。はけ。それとも遅延の人間を呼んでくるか？噂によれば、奴らは市場で偽の薬を売っている奴に大変興味を持っているらしいな。あんたら、どうか勘弁してくんねえかな。これ以上この辺りで売ったりしねえから約束する。ああ、教えるよ。わかりました。言います。ご勘弁を。さっきあっちに行きました。今はどこにいるか知りません。ああ、それと変わったジャケットを着てるんで見ればすぐにわかるはずです。俺が知ってるのはこれだけでして。へへへ。この辺で失礼。ああ、はいはい。薬ですね。どうぞどうぞ。へへへ。どうやらドッジは近くにいるようだ。今度こそ彼を捕まえられるだろう。この人たち、薬の副作用を知らないの？まさか、知ってる人もいるわよ。じゃあ、彼らはどうして？買わない理由がある？一時だけでも痛みが和らぐんだから。副作用？どうせ死ぬなら苦しまない方がいいでしょ？そんな風に自分の命を軽視するなんて、理解できない。本当に考えがお嬢様なんだから。あんたに理解できる方がおかしいわ。工場に行ったけど、係員に追い出されちゃった。子供は工場で働けないって。はあ？だから諦めたってのか？じゃあ兄さんがどうなってもいいと。助けたい！でも本当にお金がないんだ。ちょっとだけでも薬を分けてくれないかな。本当にちょっとだけでいいんだ。お金が貯まったら。おい！ふざけるのも大概にしろ。
この薬のために俺は空腹に耐えながらあんなクソみたいなところに2日もいたんだぞ。いいか、2日もだ。これは俺が命を削って手に入れた薬だ。つまり俺は自分の命で金を手に入れ、お前は金で兄さんの命を買うってわけだ。これほど平等な取引はないだろう。じゃあ、これはどうかな。ほう、これは古代遺物か。こんないいもんがあるならさっさと出せよ。俺の思った通りになった。年を言い訳にしたり、工場に入れなかったりしても、盗むなりなんなりして金を手に入れる方法はいくらでもある。いくつかお前に質問がある。どっち？結果はどう？この薬、ひとまず謎の薬と呼ぶけど、消化症の進行をしばらく遅らせる効果があるわ。けど、それだけでなく、複数の致死性の副作用がある。服用したら、徐々に肝臓がライ麦パンみたいにカチコチになって、心拍はヒートアップしたピストンみたいに速くなり、そして神経は火花が散るようにバチバチと燃える。けど頭の中では、私は元気、最高潮だ、問題ないってなるの。製法はそう複雑じゃないけど、ただ、薬の中に判別できない成分があるの。どっちのやつ？昔はただの運び屋でしかなかったのに、どこでこの製法を学んだのかしら。
ソみたいなところ、といえば、あそこしかないわ。まさか、悪魔の胃袋？でも確かに、私の知ってる範囲で地下にこんな薬を作れる薬剤師はいないし。はるか昔、終焉が訪れた時に、大食いの悪魔が突如現れて、旧世界のものをいっぱい飲み込んだと言われているの。それから無謀を顧みず、大勢の人たちが絶えずあの領域内へと入って、その飲み込んだものを手に入れようとした。あれ？ナターシャさんが言ってる悪魔の胃袋って、もしかして地下にある劣界のこと？君たちはもう見たことがあるのね。劣界。そういう呼び方もあるのね。俺たちが追っ手から逃れるため、劣界に入ったのと同じだろ。目的を果たすために、劣界で過去の遺物を探す者がいるのも、理解できなくはないな。気になるとこ、そこ？地下の人が地上の人のために治髄を収めて、見返りとしてもらえるのは、ギリギリ生きられるかどうかの物資だけ。だから、危険を冒してまで、悪魔の胃袋でお金になるような旧世界の遺物を探すの。武器を持たない一般人が劣界に入る？なんて無謀なことを。上層部が資源を独り占めして、私たちに残されたのはゴミくずだけ。そうじゃなきゃ、誰もあんなとこ行かないわ。十中八九ね。どっちが起きたら、彼の口から直接話してもらいましょう。でもその前に。フック。すまんな。大事な娘に早く会いたくて、急いで帰ってきたんだ。今日はいい子にしてたか？そうか。この子と遊んでくれてありがとう。俺はフェスマン。工場の監督をしてる。ただ毎日忙しくてな。あまり娘と一緒にいられる時間がないんだ。今日はこの辺で失礼させてもらうよ。じゃあな。何？用があるなら聞くけど。当たり前でしょ？いい獲物ほど磨いておかないと。よく磨けば枕にも使えるのよ。ほら、ここの幅。私の頭にぴったりでしょ？何よその目は。
刃先の蝶々。ナターシャが教えてくれたの。私にぴったしの曲でしょ。ま、私は歌が下手だけどね。長いなんてもんじゃない。私は孤児で、小さい頃から喧嘩ばかりしてたの。いつも姉さんや兄さんたちとつるんでたわ。でも、ある日ナターシャに出会って、字の読み書きを教えてもらった。ま、結局は喧嘩の方が得意なんだけど。ふん。昔からずっとあんな感じね。ただ、バフ兄さんがいた頃、なんでもないわ。今のは聞かなかったことにして。疲れた。夜中になったら遅延の見張りを交代しなきゃいけないのよ。ちょっと休ませてちょうだい。おや、あなたもいたんですね。もちろん、親愛なるお客さんのために汗水流しながら励んでいるのです。もう、その冗談面白くありませんよ。僕たち、生死を共にした仲間じゃないですか。ちょっと待ってください。それはないでしょう。僕たち、生死を共にした仲間じゃないですか。あなたの表情を見たらわかります。この散歩に仕事を頼みたいんですね。僕にできることなら何なりとお申し付けを。友よ。知ってるも何も親友ですよ。単刀直入なお客さんは大歓迎。どうぞ何なりとお聞きください。ああ、そのことですか。ナターシャにとっての禁句、バフ。医者です。確かナターシャの死でもありましたね。あの診療所はバフが残したものです。そして大勢の患者を受け入れ、コーフたちの子供の面倒を見始めたのもバフがやり始めたことです。さあ、失踪して何年も経ちましたからね。ナターシャ本人の話によりますと、彼は私を見捨てて自分の世界に帰った。とか、どういう意味かは計りかねますが、やれやれ、随分と難しいことをお聞きになる。参った参った。さすが僕の友、わかってますね。その覚悟したかのような顔、やめてもらえます？重要な情報にはそれなりの代価をいただくのも当然。しかし、支払うべき代価については検討しましょう。私がさっき言ったこと、ナターシャには知られないよう秘密にしてくださいね。秘密を守るのも立派な代価ですから。他にご質問は有料で受付中ですよ。あんたの言う通りだと思う。消化症になった甲府たちは、自分の症状が悪化していくのを見てることしかできない。なすすべもなくね。あ、うん、そうだね。みんな頑張って生きようとしてる。あんなに小さい子供も、なんとか力になってあげないと。どんな手を使ってでも。それもそっか。まだうちらのことがちゃんと片付いてないもんね。あのオレグって人が約束を守ってくれるよう祈ろう。
お母様、地下の様子は想像と大きく違っていました。どうすれば。盗み聞きするなんて、礼儀のなってない人。あなたとは関係ない。私はただ、この問題を早く解決して、ユニオンに戻りたいだけ。私は、いや、認める。私が以前まで抱いていた彼らへの認識には、少しズレがあるみたい。慣れた？ありえない。ここからでは永遠に空を見ることができないし、空気はよどんでいて、すすの匂いが充満してる。そして、地上とは真逆でこの蒸し暑さ。一生かけてもここに慣れることはない。でも、彼らはずっとここで生きてきた。一体、どうやってこれらに耐えてきたのか。地上に戻ったら、下層部のことについてお母様に聞こうと思う。子供を騙すほど悪質な罪はない。あのようなものはプラーミャ様の審判を受けるべきだ。地上だろうと地下だろうと、子供は守られる対象。この世界にとって子供は未来なのだから。少し一人にさせて。今日は本当に長い一日だったから。ごめん。今は一人にさせて。いや、今日の出来事を整理していた。もともと少ない方だ。必要ないときは、美月にだけ喋らせてればいい。ゼーレとナターシャは、薬が劣界から来たものだと推測している。理にはかなっているが、それが間違っていてほしいと、俺は思ってるんだ。前回は運が良かったんだ。劣界の恐ろしさは、その不安定さにある。運よく迷宮から10回脱出できたとしても、11回目には道を見失うかもしれない。あまり考えすぎても仕方がなかったな。本当に彼女たちの推測通りだったら、他に選択肢もない。俺が医学に精通しているように見えるか。もし医学が発達している世界であれば、これは死に至るような病ではなかったかもしれない。しかし、それを考えても仕方がないだろう。俺たちの中に医者はいないからな。ここの人間たちが自力で助かる道を探すしかない。ナターシャは彼らにとって一番の希望なのだろう。気をつけろ。用心に越したことはない。ナターシャもうちらと一緒に行くの？根源を見つけ出して供給を断つのが一番手っ取り早い。クラーラ。過去に劣界へ行ったことは？残念だけど、ないわ。戦闘では役に立たないかもしれないけど、治療は任せてちょうだい。あんたが賛成してどうすんの？ゼーレがまだ何も言ってないでしょ？ナターシャがこう言ってるんだし、私は賛成よ。でも、今回私は行かないから。ボスから他の緊急任務が入ってね。行かないの？オレグさんがうちらを守れって言ったのに？さっき知らせを受けたのよ。スバローグの犬どもが
また何かやらかしたみたい。本当に面倒な奴ら。いずれ会うことになるわよ。今は薬のことを優先しなさい。そのまま頼もしい人でいてちょうだいね。あと、ナターシャをちゃんと守りなさいよ。何かあったら許さないから。もう一度、列会に行くだけだ。今度は美月が正確な位置に連れて行ってくれるといいが。
界の化け物。だが、以前に俺たちが見たのとは全く違うな。まさか。これがバフの研究対象なのか。とにかく、薬売りのことは一件落着だ。よくやってくれた、よそ者。それじゃあ、次の任務について話そう。その気持ちは否定しないけど、そんなこと言ってない。ああ、わかるぞ。でも若者よ。少しは辛抱しろ。あんたが休みたいだけでしょ。そう長くはならない。俺の話を聞いてから休め。次の任務は、工場監督のフェスマンに関わってる。あれ？フェスマンさんって、フックのお父さんだよね。そうだ。もう会ってたのか？よし。それなら話は早い。記憶力悪くない？ナターシャの診療所で、フックを連れて行った人だよ。すでに挨拶をしてるのなら話が早い。この地下には大小様々な規模の工場が数十箇所もある。お前らが行った工場はその中でも一番大きなやつで、フェスマンはそこの監督だ。あそこは治髄を収める量が毎回1位か2位でな。その産出量も群を抜いてるから、多くの鉱夫が長期滞在して働いてる。当然地下に楽な仕事はない。治髄をめぐって隙間がどんどん現れ、モンスターが流れ込んで混乱を起こす。フェスマンはずっとこの件で悩んでいてな。こういったトラブルを処理できる人を探してるんだ。状況はお前が考えてるよりも複雑なんだ。やりたくないわけじゃない。ただフェスマンは頑固者で、俺たちと気が合わないんだ。遅延に解決する能力があると知っていても、俺たちと手を組みたがらない。過去に何かあったのか？互いに理念が違う上に目的も違う。これは下層部の問題だ。よそ者は深入りするな。お前らはただこの任務をやり遂げればいい。鋭いな。
お前みたいな奴がずっと俺のそばにいてくれれば。お前がここに残らないのが残念だ。簡単？言っただろう。地下に楽な仕事はない。トラブルとはいつも予想外のことが起きるものだ。ボス、私も同行させて。私ならフェスマンのおじさんと話し合えるかも。遅延のメンバーとして。ゼーレがそう言うなら断る理由もない。任務はこうだ。コークの採掘場に行ってフェスマンから話を聞け。モンスターの討伐を依頼されるか、または他の何かを頼まれるかもしれない。どうであれ、俺のために彼の信頼を勝ち取ってくれ。以上だ。もう遅いから今日のところは休むといい。こんにちは。あら、意外と優しいのね。でも強い大人はそう簡単に塞ぎ込んだりしないわよ。否定したら嘘になるわね。でも悔やむようなことなんてないわ。あの人は医者として生きることを選んで医者として死んだ。彼のことならよく知ってる。彼はこの道を選んだことを後悔しないわ。あら、誘ってくれるの？残念だけど、そろそろ診療所に帰らせてもらうわ。明日からまた子供たちの面倒を見なくちゃいけないの。幸運を祈ってるわ。いずれまた再会するでしょうから。まだ何か用か？その問題は地上の連中に聞くべきじゃないか？下層部の人間も数百年の間探してきた。しかし、未だに有用な他のエネルギー源は見つからない。残酷なのは、俺らは血髄で交換した物資でしか生きられないことだ。草も何も生えない地下で、自給自足なんて無理な話だからな。悪い。少し興奮してしまった。もう遅い。今日のところは休め。一番快適な部屋を用意するよう手配してある。炭鉱はオレグのことをどう思う？どういう意味だ？どんな人だと思うかってこと。つかみどころのない、本当の目的が読めない人物だな。だよね。たまに優しいと思ったら暗くなったりして。こんな人の頼みを聞くのってなんだか不安だよね。立場を変えて考えてみると、俺たちの方が不審人物だがな。何百年も地下を離れたことない住民が突如外から来た者と出会ったとしたら、お前は安心できるか？確かに。でもうちらはただのよそ者じゃないよ。善良で勇敢な宇宙人でしょ。このベッド。どうしたのブローニャ？なんでもない。私は立って寝ることにする。え？立って？あんたパムみたいだね。パム？パムはうちらの車掌でいつも立って寝るの。耳が大きいから横になると不便なんだろうね、きっと。あなたたちのところは変な人ばかり。そういえば姫子と幼児ちゃん、今頃何してるかな？列車でお茶でも飲んでるだろうな。まったく、想像しただけでイラッとする。あっという間に寝てる。俺たちもそろそろ休もう。明日はまた大変な一日になりそうだ。このベッド硬すぎ。今の感じた。もしかして地震かな？あれ？確かにいない。大騒ぎになってるみたい。行ってみよう。オレグさん、ゼル！やっと来たか。寝てる間に死んだのかと思ったぜ。ゼーレが今から報告するところだ。俺たちは大丈夫だ。見張りからさっき連絡があったわ。大航空で落盤が起きたみたい。あの慌てた口ぶりからすると、状況はかなり厄介そうね。大航空？まさか。そう。フェスマンのおじさんの管轄。俺の言った通り、
地下に楽な仕事はない。トラブルはいつも予想外の時に起きるものだ。だが、遅延の善意を示す絶好の機会でもある。だろ？現場の死傷者の状況は？もうぐちゃぐちゃ。判断が難しいわ。甲府たちはどうしてるの？今、避難を手伝ってる。けど、人手が足りないの。よそ者、フェスマンを助けると約束したよな。もちろん、ついでにモンスターも倒してくれたらもっといい。善は急げだ。すぐ行動してくれ。もう一つ。見張りの話によると、現場で異端者を何名か見たらしいわ。またスバローグのとこの奴らか。ここに来てからずっと、そのスバローグという名を聞くが、そろそろどんな奴なのか話してくれないか。一言で言えば、下層部で最も危険な奴だ。あいつが率いてる大勢の異端者は、自分の命を何とも思わないイカれた連中でな。工場の落盤事故に乗じて稼ごうとするのも、意外なことではない。何を突っ立ってる？急げ！フェスマンを探し出すんだ。彼を死なせるなよ。工場での事故ってよくあることなの？3日に1回か10日に1回か。珍しいことじゃないわね。でもフェスマンのおじさんのとこはもう長いこと事故がなかった。俺たちの見た採掘現場の規模からすれば、落盤が起きるのも考えられないことではない。私たまに疑問に思うの。上層部の人間はどんな暮らしをしたらこんな量の治水が必要になるの？もしそれが質問なら、私たちも裕福に暮らしてはいないとしか答えられない。いつの日か自分の目で確かめてみるわ。それは脅し？好きなように捉えてくれていいわよ。ここよ。これは。ここまでひどいなんて。あの人たちに早速話を聞いてみましょう。やべえよ。どうすりゃ。ちょっと静かにして。ぐちぐちとうるさいわね。おめえにはわかんねえだろうな。金を稼ぐ方法がなくなったんだぞ。それに逃げるとき、慌ててツルハシを行動に置いてきちまった。フェスマンさんに知られたら叱られちゃうわね。フェスマンさん。なんだ？遅延が送った人間はこれだけか？こいつらに頼るの？遅延も異端者と同じね。古代物が目当てで私たちの命なんてどうでもいいのよ。なんて世の中だ。くそ。遅延もスワローグもどうしようもない奴らしかいねえ。あれ？あそこに子供がいる？フックちゃんみたい。あの子、ここで何してるの？ここで何してるの？早く家に帰りなさい。フックちゃん、かわいそうに、うちも目から汗が出そう。もう、しっかりしなさいよ。あんたは家に帰って待ってなさい。フェスマンのおじさんは私が助けてみせるから。約束よ。言っただろ。無関係の人は。ゼーレの姉貴。すみません、顔も見ずに。ジョシュア、ここで何をしてるの？なんで救助に行ってないのかしら。さっき下から上がってきたばかりで。ほら、服が土まみれでしょ。言い訳はいいから、状況を報告しなさい。はい。全員それを俺に聞きますけど、全くわからないんです。逃げた人から聞いた話ですと、落盤だと言ってる人もいるし、モンスターが出たと言ってる人もいます。葉っぱ組の若いのがしくじったって言ってる人もいました。よし、わかった。つまり、よくわからないってことだ。何もわかってないな。
ここに名簿があります。今回下で作業してたのは計12人のチームです。この騒ぎで現場には大勢の野じ馬が集まりましたけど、甲府と知り合いだったんで、誰がいて誰がいないのかなんとか確認できました。僕の確認に間違いがなければ、下には3人残されてます。アデリーン。あの子は耳が遠いから他の人よりも反応が遅かったんでしょう。ピーク。通称鼻垂れ。こいつはいつもサボってばかりだからどこに隠れてるのかわかりません。そして最後はフェスマンさん。はぁ、不運としか言いようがないです。親父さんは久々の夜勤だったのに、まさかこんな目に遭うなんて。最近親父さん体調が悪かったからみんな休めって言ってたんですけど、郷城だから全然効かなかったらしくて、あの年齢じゃ大半の甲府よりも長生きしてます。まさか鉱山の神が彼を連れて行こうとしてるとか？変なこと言わないで。フックもいるんだからもっと声を抑えなさい。すみません。親父さんは大変だな。娘の世話までしなくちゃいけないし。ええ、確かに誰か下に行きました。僕も止めようと思ったんですが、でもあいつら武装してた上に人数もこちらを上回ってて、だから通してしまいました。では救助の方をお願いします。救助は頼みました。一度降りれば簡単には戻ってこれないだろう。準備はいいか？ブローニャ、顔色悪いけど大丈夫？私は大丈夫。あの子供たちを助けたいだけ。それはうちらも一緒だよ。行こう。触らないで。気でも狂ったの？その夢があんたが死のうとする理由？普通の人なら肌が焼けて我慢できないほどの痛みを味わうわ。そして傷跡が残る。防護服を完全に着込んだとしても道具を使って鉱石に触る必要があるの。うちらがここで真面目に調べたところで何の役にも立たないだろうね。ならプロに任せなさい。あんたたちは勝手に触らないように。サンプルなら俺たちがここを離れる前に少し持っていけばいい。地下でなら容易に手に入るだろう。今は目の前のことに専念しろ。時間は限られている。待って。誰かいる？あのクズども。この混乱に乗じてよからぬことをする気ね。させないわ。誰だ？お前ら！相手してる暇なんてねえから、さっさとうっせえな！待った！お前ら、見覚えがあるな。まさか、遅延の人間か？そう驚くことでもねえだろ。全部スワローグさんの予想通りだ。おい、そこのお前。この先は落石で塞がれてる。さっさと帰れ！その前に何をやってるのか説明してもらおうかしら。人命救助？それとも盗みを働いてる？今すぐ消えなさい。さもないと。すっごい弱腰？聞き分けのない奴らだ！めんどくさいが。いいだろう。どっちの拳が勝ってるか見てみようじゃねえか！ふん。所詮雑魚は雑魚ね。さあ、行きましょう。待って、あれは、フック？あの子いつの間にあそこまで行ったの？それに、面倒な奴に絡まれたみたい。どうしよう。フックちゃん怪我でもしたら。どうするって、やるしかないでしょ。フック、
あんたって子はそりゃ、ありがとうございました。でもさっさと帰りなさい。ここは危険なんだから。まったく、大声出して泣いちゃって。参ったわ。あなたにも対処できないことあるんだ。フック。ここは子供がままごとをする場所でも、ナターシャの診療所でもない。ここは工場。いつ落盤があってもおかしくない場所なの。あの異端者たちは、あなたが子供かどうかなんて気にしないし、あなたの父親みたいに優しく叱ってくれない。だから、お姉ちゃんの言うことを聞いて、帰っていい子にしててくれる？うちも同感。この子の性格だと、帰ったふりしてまたこっそりついてくるだろうし。放っておいて、後々面倒なことになったらまずい。たく、しょうがないわね。先に言っとくけど、何かあったらフックを引きずってでも先に帰らせるから。フック、あんまり離れないでよ。いいわね。よし、みんな仲良くなってきたね。行こう。フックは何があっても守ってあげるからね。この道、塞がれてて通れないみたい。この障害物、何かしらの手段で破壊ができそうだ。俺たちには無理だが、フックなら可能性はある。あ、本当に成功した。フックちゃんすごい。フック、走らないで。周りの敵を引き寄せないように注意して。きっと事故で壊れてしまったんでしょうね。うちらみたいな冒険団には普通何でも直せる隊員がいるんじゃない？あいつら、子供ばかり狙うなんて。なんて恥知らずな。フックを守って。あいつらは私が相手する。くそ、なんなんだこいつら。しつこい。最近の子供はみんなこんなに強いのか。フック、気をつけて。またフックを狙ってる。もう、私を狙いなさいよ。いけない。あいつ爆発するみたい。フック、逃げて。もうすぐ工場が崩れる。あなたは共に離れるといい。友よ。いや、もう、そんな気力すら残ってない。アデリーンだよね。助けに来たよ。あれ？聞こえてない？助けに来たよ。おーい、助けに来たってば。あ、すみません。耳が遠くて。あなたたちは遅延の人？よかった。助かった。弟が遅延に入ってるから。でも、フェスマンさんは遅延を信用してない。だから言ってないの。事故が起きた時、彼が坑道の奥に走っていったのを見た。その後について走ったんだけど、ふと方向が違うって気づいて、戸惑って道見失ったの。異端？ああ、異端者のことだね。こそこそしながら何か掘ってる人たちを見かけた。怖くて隠れちゃった。
途中の障害物は片付けておいたから、早く逃げて。ありがとう。さっきのこの話によると、フェスマンのおじさんは、まだこの奥に。なぜ逆方向へ逃げたのだろうか。フック、待って。こんなところでよく寝れるね。度胸があるのか、ただのおバカさんなのか。こら、起きなさい！お尻にキノコが入るわよ！何？どこに生えた？あれ？なんもないじゃないか。待って。あんたら、誰？異端者？お仲間ならここにいないよ。私たちはあんたを助けに来たのよ。助けに。あ！そうだ！事故！早く逃げないと！慌てないの！その時、多分黄金地帯で寝てたんだよ。黄金地帯？何それ？工場一帯で、最も居眠りに適した場所のことだよ。隠れ家みたいなとこで、俺の他に知ってるやつはいないんだ。フェスマンさん？外に出て行ったんじゃないの？工場で大声出してた覚えはあるんだけど、残念なことに眠かったからすぐまた寝ちゃったけど。異端者？うん、見かけたよ、何人も。途中で少し目を覚ました時に見たんだ。何人か走って通り過ぎていったよ。先頭を走ってたやつがバカでかかったぜ。確か、あっちに行ったよ。間違いない。坑道の奥に向かっていった。この道に沿っていけば、邪魔者はいないはずよ。あと5分寝てから。起きなさい！つまり、工場事故が起きた後、フェスマンは逃げるどころか、坑道の奥に向かったと。そして、その後を異端者たちが追っている。フェスマンさんに何かよからぬことをしようとしてるのかな？わからない。だが、少なくとも道は間違ってないようだ。こら！待ちなさい！逃げ足が速い。何か忘れてったみたい。そうね。どれも旧世界が残した機械よ。お金ね。この古代遺物たちがまだ使えるなら、地下で結構な量の缶詰と交換できるわよ。けど残念。どれも旧世界が滅んだ時のものだし、一番古いのだと700年以上の歴史があるでしょうから、今ではもう役立たずのポンコツね。スバローグと彼が抱える異端者の集団が行動を始めて以来、ずっと地下に散在する古代遺物を集めてるわ。旧世界の武器を探してるとか言ってる人もいるし、ロボットの軍隊を作って地上に宣戦布告をするためと言ってる人も、いろんな憶測が飛び交ってるけど、どれもいいことじゃないのは確かね。みんな、あれを見て。これは？面白い。フェスマンのおじさん、異端者と手を組んでたの？静かに、フックに聞かれる。だから、あんなにも私たちを拒んでた。率直に言うと、俺はオレグが何か重要なことを隠しているように思う。この複雑に絡み合った関係は、フェスマンに直接会ってみなければわからないだろう。少なくとも、今回の工場事故は、フェスマンが計画したものだ。そして、その理由は、当の本人に聞くしかないだろう。どんな理由だろうと、みんなを翻弄したことには変わりない。一体、なんでこんなことを。
こんなややこしいことになるなんて、なんだかかなり複雑な事件に巻き込まれたみたい。人がいるところに衝突は存在する。それは地上も地下も関係ない。大人びた発言だね。さすが上層部で軍隊を率いてた人。そもそも、異端者と遅延にどんな衝突があろうと、私たちの目的とは関係ない。今はフックのためにお父さんを探してる。それだけ。なんでもないわ。行きましょう、フック。父親を探すんでしょ。ストップ！待って！あれは、スバローグ。やっぱりここにいたのね。あの鉄塊が、いや、あのロボットがスバローグなの？今まで異端者たちに命令を出していたのは、人間じゃなくてロボット。遅延の者がここに現れるべきではない。またこいつらなの？かかってきなさい。フック！クソガキ！ちょっと、こんな冗談面白くないわよ！早く出てきなさい！どこにもいない。スワローグのロボットに連れて行かれたみたい。あの子、ちゃんと守れなかった。私がもう少し気にかけてれば。俺が思うに、フックはしばらく安全だ。タンコ、どうして言い切れるの？前に会った異端者を覚えているか？あいつらは、フックを連れて行くことに執着していた。そして今、スバローグが連れ去ったのも、何か別の目的があるからだろう。まだ時間はある。その可能性もある。もしかすると、スバローグとフェスマンの関係は、俺たちが想像してたよりも良くないのかもしれない。想像できないわね。あんなガキがスバローグの役に立つなんて、逆に、異端者たちが手を焼いて困りそうなものだけど。そこまで言わなくても。ここで悩んでいても時間の無駄だろう。今は前に進むしかない。あ、見て！あっちに小道がある。どこに繋がってるかはわからないけど、奥に行くにはあの先に進むしかないみたいだね。ほら、ぐずぐずしないで行くわよ。あんな奴らにフックをさらわれたままにはできないわ。娘は大丈夫か？バイタルサインに異常はない。健康だ。約束は守る。感謝する、スバローグよ。それと、もう一件。スバローグ、フックを返しなさい！待て。きっと何か誤解が。攻撃してくる。構えて！ダメだ、スバローグ。あいつらは、敵じゃない。お前ら、ゼル。フェスマンのおじさん、まだ動ける？俺はもう、ダメだ。喋らないで！今ここから助けるから！
よ。フックを一人にするなんて。この地下で子供が一人で生きていくのがどれだけ辛いことか。ダメ。どう考えても納得できない。フェスマンのおじさんがあのロボットを信用して私たちを頼らない理由、全く理解できないわ。はあ？下層部の生活を改善する。そんなの当たり前でしょ？地下の秩序を維持して異端者を駆逐するのも、古代遺物を回収して修理するのも、そのためよ。達成？フェスマンのおじさんを救えなかった。それに、フックも連れ去られたわ。ポンコツどもを倒しただけで、何も得られてないじゃない。私も、さっきのことを考えてた。けど、工場ではあいつに殺されかけたのよ。この先も話が通じそうになかったら、戦うことになりそうね。ええ、行きましょう。わからない。どう考えても納得いかないわ。フックは、今どこに？それなら聞いた。でも自分の目で確認しないと。確かに、気にかけてる。ユニオンの子供は、少なくとも私が知っている子供たちは、みんな甘やかされて育ってきた。でもフックは違う。あの子を見ると、自分の幼い頃を思い出す。いえ、そういうことではなくて、私も幼い頃は、活発で、お母様を頼ってばかりいた。もしカカリア様に何かあったら、私もきっとなりふり構わず駆けつける。私がこんな話をするなんて、なんだか少し恥ずかしい気がしてきた。ええ、あなたたちについては、私がカカリア様を説得してみせる。約束する。もしかしたら、カカリア様の判断は誤ってるのかもしれない。今回だけ、フックの無事を祈ろう。また会えたわね。ええ。心当たりがあるわ。心配しないで。フックのことは私に任せてちょうだい。秘密を守ろうとも事実が言えないわけではないわ。私からのアドバイスは、スワローグが今回の事故を引き起こしたと正直に伝えることね。そしてフェスマンさんの件は、私も君に言ってほしくないの。早く行って。オレグがいつものところで待ってるはずだから。怪我人が出なくてよかったわ。不幸中の幸いね。目つきが変わったな。一刻も早く気持ちを整理しろ。当然、これは人間の常だ。ああ、その気持ちはわかる。だが、人であれば理性を保たねばならない。宇宙において、生と死は刻一刻と流れている。お前と俺の悲しみは事実としてあるが、特別なものではない。このことを心に刻めば、雑念も切り離せる。常に自身と関わりのある、現時点で最も差し迫った問題に対する目標を掲げるんだ。埋もれるのではなく、周りの世界を観察しろ。そうすれば歩みを進められる。気持ちを整理しろ。まだ最後の任務が残ってる。こんなことになるなんて、あんたは大丈夫？よかった。みんなで乗り切ろうね。そうだよね。
たった数日のうちにこんないろんなことが起きたんだもん。平気なわけないよ。うちと姫子、幼おじちゃんたちはいろんな世界を旅した。でも、その多くはただの通りすがりの観光みたいなもので、これほど一つの世界と深く関わって、現地の人と付き合うのはうちも初めてなんだ。どの家庭にも事情があるんだね。早く列車に帰りたいな。待って、オレグさんのとこへ行く前に口裏を合わせておかない？ナターシャも言ったでしょ？フェスマンさんの秘密を守ってほしいって。うちもそれがいいと思う。ゼーレはどう思う？ボスを騙せってこと？そんなのやったことないわ。でも、フェスマンのおじさんのためだし、ナターシャもそう言うなら、あんたたちの言う通りにするわ。なるほど。わかった。あの頑固頭。やっぱり鉱脈の中で死んだのか。オレグさんとフェスマンさんは友達なの？昔のことだ。忘れさせてくれ。それで、事故はスバローグの仕業ってことだよな。プラーミャ様を機械ごときと一緒にするっていうの？プラーミャに祈っても機械は動かせないだろ。商売。遅延がやってることは個人の利益のためじゃない。ルールを守らないのはあの異端者どもだ。青鎧と取引して貴重な古代機械を鉄くずとして売ってる。スバローグが現れたことによってあの連中どもを縄で捕らえても何も変えられなくなった。奴らは秩序を壊すが、俺らは秩序を維持する。簡単だろ。フェスマンは地下の生活で摩耗したんだ。ただ平穏な日々を過ごしたいだけだったんだよ。あいつはずっと遅延が裏で何かを企んでて、みんなの生活を脅かしてると思ってた。こんな噂をどこで聞いたのかは知らない。だが、俺たちは正々堂々としている。すべては地下の秩序と平和を守るためだ。俺たちは十分な証拠をつかんだ。スバローグは旧世界の歴史を握っている。旧世界の消滅と寒波の到来にもし理由があるのなら、おそらくそれは性格の降臨だろう。俺たちだって争いは好きじゃない。だが、これはスバローグが引き起こしたことなんだ。奴は誰にもそれを分かち合おうとしない。長く埋もれてきた知識を手に入れるには、奴を倒すしかないんだ。高校を爆破したからわかるだろう。あのロボットにとって、
人間の命に価値なんてないんだ。無理どころじゃない。下手したら命を落とすかもしれない。私たちが行動しているとき、遅延は何をするの？もちろん、見てるだけじゃない。遅延の道案内人が、お前らをスバローグと異端者の隠し場所まで案内して、何とかして中に入らせよう。その後、スバローグの位置を確認できたら、増援を手配する計画だ。だが、騒ぎを起こさないように注意しろ。下層部を戦場にしたくない。いいぞ。さすが若者。元気があって羨ましいな。もちろん、わかってる。準備ができたらこの場所に行け。遅延の道案内人がそこで待ってるはずだ。ゼーレ。ここよ、ボス。悪い。今回もお前によそ者たちと同行してもらいたい。わかったわ、ボス。じゃあ、お前たちの朗報を待ってるぞ。タンコ。どうした？うちらって、本当に遅延のためにスワローグと戦うの？フェスマンさんが残した日記を見ると、悪いやつじゃなさそうだけど。お前がそう思うのは、彼とフェスマンの取引を知っているからだ。視点を変えて考えてみろ。俺たちが高校に入らなければ、囚われた甲府を救えなかっただろう。あの状況で、お前がただの傍観者だったら、スバローグをどう評価する？多分、すごい悪いやつだと思っちゃうかも。こういうこと考えてなかった。タンコすごい。散歩？ここで何してんの？おや、お久しぶりです。お得意様方。もしかして、僕だと思いませんでしたか？寂しいですね。地上と地下を含め、この散歩よりも情報に精通している者はいませんよ。それに、遅延にも忠誠を尽くして。はいはい、わかった。じゃあスバローグの居場所まで案内してもらおうかしら。ゼーレさんは相変わらずのせっかちですね。スバローグの基地はすぐこの辺りにあるので、今から案内しましょう。それはもちろん、秘密です。情報の売人が情報の出所を教えるわけないじゃないですか。ここは異端者の拠点です。奴らが劣化や工場で拾った古代遺物はすべてここに送られます。だからその親玉もここにいるはずです。これは基本的な推理ですよ。ちょっと武器を出さないでください。目立たないようにとボスに言われていますよね。ひとまず中に入り、異端者の口から何か聞き出しましょう。僕は暴力で問題を解決することに断固反対です。正直、よくありません。そうでなければ、僕は忙しくしているでしょうし、こうしてここであなたたちの相手をしているわけがないでしょう。これを機に、新しいビジネスでも始めるつもりです。宇宙人との握手会とか、どう思います？もちろん、分け前のことなら心配なさらずに。無駄話が多い。早く案内して。わかりました。ちゃんとついてきてくださいよ。遅延はスバローグを排除しようとしてる。私たちの手を借りてね。どう考えても卑怯。地下の者に卑怯も何もありませんよ、お嬢様。目的を果たすまでです。こう言いましょう。遅延は以前のメンバーでスバローグに勝てる見込みがなかった。あなたたちが相当なやり手だから、オレグさんに希望を見せたのです。オレグが戦争になるから騒ぎを起こさないでって言われてるけど、大げさじゃない？決して大げさではありませんよ。あの異端者たちがスバローグにどれほど忠誠か、あなたたちには想像もつかないことでしょう。万が一、失敗でもしようものなら、本当に地下で内戦が起こると思います。待ってください。ちょっと、楽しそうですね。ここです。
この入り口、うちが想像してた以上に立派。てっきり、もっとボロボロなところかと思ってた。大金を稼いだ異端者が自分たちの神をボロボロな場所に住まわせるわけがないでしょう。でもスバローグはそんなこと気にしないと思いますがね。さて、早く入りましょう。賑わってるね。ここの人たちってみんな異端者？スバローグの犬たちはここを家だと思ってるんだろうね。こうも簡単に潜り込めるなんて。では、どこからスバローグを探しましょうか。前に門がある。まずはそこへ行こう。なあ、最近の収穫はどうだ？よくねえな。遅延の手が伸びすぎて、工場に入ることも難しい。ああ、俺もだ。このままじゃ、悪魔の胃袋で運試しするしかねえな。度胸はあるな。俺なんて怖くていけねえのに。安藤のやつ、この間スバローグさんに会ったって？ああ、あいつどっからか大量に物を手に入れたんだ。羨ましい限りだぜ。実力を認めてやらねえとな。この仕事を始めてからまだ半年しか経ってねえだろ、あいつ。俺もスバローグさんに直接会ってみて。羨ましいぜ、チクショウ。この前のこと聞いたか？工場の事故のことだろ？少しならな。大騒ぎになったらしいぜ。ボスがガキを連れて帰ったって噂もある。ガキ？マジかよ、そいつ誰なんだ？知らねえよ。その後すぐ解放したって聞いたけど、さっぱりだな。重いもんだね。あ、わかった。開けごまー。何それ？呪文？童話に登場する呪文は、どの世界でも通用しないだろう。もちろん、ありませんよ。僕がやっとのことで手に入れた古代遺物をマリフ兄弟に売って以来、異端者の縄張りをうろつきたくないんです。知りません。個人的な理由で異端者の縄張りをうろつくのは嫌なんです。待ってください。説明させてください。実は前に口の軽い異端者とトランプをした時に彼らがスバローグの隠れ家を自慢していたのを聞いたんです。なんて言ってたでしょうか。そうそう。確かスバローグの隠れ家は認証を受けた貢献ある異端者のみが入れるとか。招待された時、ロボットの質問に連続で答える必要があると聞きました。こうやって彼らの内情に詳しくないものを取り除いているのでしょうね。僕の推測が正しければ、この門の装置もおそらくその質問に関わっているんでしょう。ありえそうね。でも、どこで答えを探すの？周囲を歩いてみましょう。手がかりがあるかもしれません。調査はゆっくりするものですよ。急がば回れとも言いますからね。聞いたか？今回の上納率がさらに 10% 上がるらしいぜ。はあ？またかよ。異物探しがだんだん難しくなってるってのに、これからどうやって生きていけばいいんだ。前に上納する時も20個拾って12個上納したんだよな。残りを高値で売ってもやっと飯が食えるぐらいだった。このままじゃ工場に戻って働いた方が。静かにしろ。誰か来るぞ。見つけた。これよね。なんだかみすぼらしいね。このポンコツ、どうやって起動するの？ここにボタンがある。押してみよう。プロトコル、検証、起動、スキャン、開始、検査、スキャン、完了、認証結果、失敗。該当ユニットはアクセス権限を持ちません。このロボット、何言ってんの？嫌な予感がする。二次検証プログラム、初期化中、
二次検証プログラム起動。もう始まるの？回答してください。次に古代遺物を上納するときの上納率は？不正解。認証結果。失敗。該当ユニットを脅威と判断します。戦闘プロトコル起動。待って、どういう意味？脅威を排除します。やっぱり拳で問題を解決しないとね。正解。認証結果。成功。この問題の答えなんて知らないよ。先ほど入ってきた道で、異端者が何人か話していたな。彼らから手がかりを得られるかもしれない。どういうこと？おそらく、開けごまみたいな認証コードでしょう。やっぱり、僕の推測に間違いはありませんでした。つまり、あと2回やればいいの？楽勝じゃない。次、行くわよ。勝った！でもロボットも壊れちゃった。どうしよう。あれは？おそらく、開けごまみたいな認証コードでしょう。この一つだけでは足りないのでしょうね。さて、他の場所をもっと探してみましょう。よよチェケラ異端者ファミリーのダークホースさジョー老いぼれの弱チンフロー誰がナンバーワンか教えてやろう。リズムもリリックも低能ラッパーしか吹けねえ無能お前が勝つなんて不可能。教えてやるぜ世間知らず俺は連覇のラッパー負け知らずその名も MC ブラックベーンズ。見つけた！ 2 体目の認証ロボット。早く起動しよう。プロトコル検証起動。スキャン開始。検査スキャン完了。認証結果部分的欠損二次検証プログラム初期化中二次検証プログラムオン。回答してください。異端者ファミリーのラップコンテストを連覇中の人は？不正解。認証結果失敗。該当ユニットを脅威と判断します。戦闘プロトコル起動。次からは俺にやらせろ。脅威を排除します。まったく、倒すしかないわね。正解。認証結果正解。該当ユニットは2級認証資格を獲得しました。不正解。認証結果失敗。該当ユニットを脅威と判断します。戦闘プロトコル起動。次からは俺にやらせろ。脅威を排除します。まったく、倒すしかないわね。先にこの周囲で情報を集めよう。次で最後だね。順調順調。さすがは僕のお得意様。とても賢くあらせられる。これで2箇所ともクリアしたね。あとは最後の1箇所ですね。いやいや、超小型推奨振動子を放熱基板に差し込んじゃダメだって。そんなの誰が言ってたんだ？カンテラパフラビーが言ってたぜ。古代遺物のインターフェースからパーツの組み合わせを考えるんだ。機械を動かしたいなら超小型推奨振動子をブレーキモジュールと接続しろ。でないと機械はただのおっきなゴミくずだ。パフラビーを信じるなんてどうかしてる。あいつ前回も感電してたじゃないか。兄弟、本当に頭のいいやつの言うことを聞いた方がいい。機械の修理だったらマリフ以上に詳しいやつはいないって。超小型推奨振動子を論理制御中枢につないで振動ドリルの電源をオンにしたのをこの目で見たんだから。マリフだってあいつもあの弟も古代遺物の真偽を見分けられねえだろ。この間もあのまがいものを売ってるひょろっとしたやつに騙されてたぞ。証拠なんかないだろ。そんな話捏造するな。きっとこれで最後よね。高デシベルの騒音を検出。プロトコル検証
起動。スキャン開始。検査スキャン完了。認証結果部分的欠損二次検証プログラム。初期化中二次検証プログラムオン。回答してください。超小型推奨振動子はどのパーツに接続するべきですか？不正解。認証結果失敗。該当ユニットを脅威と判断します。戦闘プロトコル起動。まずい。戦闘の準備を。脅威を排除します。まったく、倒すしかないわね。正解。認証結果正解。該当ユニットは3級認証資格を獲得しました。先にこの周囲で情報を集めよう。やった！大成功！こうも早くスバローグの認証を解くなんて、さすがは僕たちです。門のところに戻ってみましょう。これで全部クリアしたね。こうも早くスバローグの認証を解くなんて、さすがは僕たちです。暴力は反対なんですが、まあ結果は認めざるを得ません。ね。門のところに戻ってみましょう。開けゴーマー！あ！本当に開いた！僕の正確な情報と完璧な計画のおかげで。うん、そうだね。助かったよ。気をつけてこの先に進もう。ボスの言ったことを覚えてるわよね。スバローグを見てもすぐに飛びかかるなって。ならゆは、増援が来たら戦闘を開始するわよ。誰のことかしらね。まあまあ、そう緊張なさらずに。さあ、先に進みましょう。もう。なんでまた門があるのよ！あれは、他のロボットと違う。おいおい、ここで何してる？また見たことのある顔だな。ああ、思い出した。確か、工場で私たちにボコボコにされた人。バカにしやがって！もしかして、異端者になるつもりか？まさか、うちらは！さよう。こちらの方々、僕たちはスバローグさんの元に入りたいと思ってまして、それなのに、このロボットに道を塞がれ、挙句の果てに襲われてしまったのです。さてさて、どうすればスバローグさんに会えるのか、その方法を教えてもらえないでしょうか。まあ、一応信じてやろう。お前ら、遅延なんていう小さな組織にがっかりしたんだろ？スバローグさんに会いたいのなら認証をパスするだけじゃ足りない。それには特筆した貢献も必要なんだ。上納するときに3ヶ月連続で100個以上の古代遺物を収めるとかな。100個？そう！俺みたいに優秀な人がベテラン異端者となってスバローグさんから訓示を得られるんだ。納税時に100個ずつ。頭おかしくない？お前に教える筋合いはねえな！ベテラン異端者になれるものだったら、誰だって特技の一つや二つくらい確信持ってるんだよ。1% のひらめきと 99% の動力、どっちも欠かすことはできない。わかったか？お前にできねえからって他の人もできないなんて思うなよ。ずる賢いことばっか考えずまともに働くんだな。本気で考えてるの？冗談だよね。ねえ。そんな時間はない。それに、こんなことに時間を費やすつもりもない。そんなんじゃ当然中には入れないな。
俺様のような天才でさえ頑張ってんだ。お前らだって努力くらいはしないとな。一人で興奮しちゃって何言ってんの？まあ、なくもないが。やめてくれ。門に入る資格は1回しか使えねえんだ。俺の頭をそこに押し付けても開かないぞ。いいだろう。お前らが本気なら。ブラッディラビット。この名を聞いたことはあるか？おや？それってもしや…聞いたことあるのか？耳の早い兄さんだな。幽霊のような異端者、不吉をもたらす邪神、呪われし左手。と、こんな感じでしたよね。前にトランプをしていた時に聞きました。そう、そいつのことだ。俺らの仲間内では、ブラッディラビットと呼ばれてる。古代遺物探しの腕がすこぶるよくてな。たとえ、俺が3人いたとしても、あいつにかなわねえ。そいつの特徴は真っ赤な服に低い身長。顔は見たことないが、フードの下を覗くと悪夢を見ることになるって聞いたぜ。少しでもあいつを怒らせた奴は不運な事故に遭うか行方不明になるか。例外はないらしい。あいつがここに来るたび、みんな怯えて近づくことすらできねえ。お前らにその度胸があるなら、あいつに分け前をもらいに行くといい。肝の小さいやつね。行って。どこに行けば会えるの？悪魔の胃袋だ。あいつはよくあそこで異物を収集する。工場での楽な仕事は一切しない。本当に行く気か？何があっても知らねえからな。下層部に私の知らない化け物がいるの？そんなのありえないわ。どうやら、また列界に行かなければならないようだな。文字通り、シュシュタイとか。何？なんちゃらラビットについて知ってることはないの？断片的な情報ばかりで価値のない噂しかありません。下層部の人間は一本筋ですから、言われたことをそのまま信じる傾向が強い。ブラッディラビットなんてただのホラ話です。化け物の噂を作ってみんなが近寄れないようにする。そうやって古代遺物を独り占めにしているのでしょう。今日はタダで教えてあげます。これはすべて商売をやる上でのコツなんですよ。そうだ散歩。一体どんな人たちが異端者になろうとするの？いろんな人がいます。働きたくない人、うまい汁を吸いたい人、一攫千金を狙う人、あと上層部のために働くのがうんざりな人ですかね。見て、あそこに人が真っ赤な服に小柄。まさか、待って、あれはガーディアンロボット。なぜ列界に？何をするつもり？待って、やめなさい！あれ、違うの。待ってください。危ないから、どこかに隠れてなさい。私たちが相手するわ。違うの。守る。守り抜く。皆さん、どうか、やめてください。誤解です。守り抜く。パーキンス、ごめんね。ちょっと、大丈夫？待って、あんた、クラーラじゃない。あなたは、前に診療所で会った。ゼーレお姉さん、そして皆さん、こんにちは。真っ赤な服、背が低い、
一人で劣界をさまよう。ブラッディラビットってまさかクラーラちゃんのこと？できれば、その名前で呼ばないでください。その名前は好きじゃありません。ごめんね。驚いちゃったからつい。パーツを集めてました。このパーツはここでしか見つからないから。だから。危なすぎるわ。ナターシャは知ってるの？ナターシャさんには言わないでください。散歩に行くとしか言ってませんので。パーキンスはクラーラのガーディアンです。胃袋にはモンスターがたくさんいるので、付き添いが必要です。だから、クラーラのお友達がパーキンスをお手伝いにって。でも、気づいたら皆さんと喧嘩に。パーキンスを治すまで、結構時間がかかりそうです。誤解だったんだ。異端者の皆さんから怖がられてるみたいです。変なあだ名までつけられました。でもそれでいいの。クラーラは病人だから。皆さんが自分のことを守るためなら大丈夫です。そのロボットはお友達からと言ったな。そのお友達というのはもしかしてスバローグのことか？はい、皆さん、クラーラの秘密を守ってくれませんか？スバローグがみんなから怖がられてるのは知っています。できればみんなで仲良く過ごしたいけど。スバローグがクラーラと友達になるなんて信じられない。確かに、いきなり情報量が多すぎる。クラーラには権限があります。でも、ごめんなさい。皆さんを連れてはいけません。スバローグはクラーラと仲良しですけど、スバローグは他の人を嫌ってます。特に自演の人を、皆さんを連れて行ったら危険な目に遭うかもしれません。おやおや、困りましたね。こちらのお嬢さんが言ってることはもっともらしい。しかし、皆さんもスバローグに会わなくちゃいけない理由がある。どうしましょうか。やれやれ。どうしてそういつもあんたはうさんくさいのよ。なんであれ、ここは危険よ。子供がいていい場所じゃない。クラーラはまだパーツを全部集めてませんから、離れられません。ご迷惑でしたら、クラーラ一人でも大丈夫です。本当にいいんですか？何言ってんの？万が一クラーラに何かあったら、あんたら全員ナターシャにぶっ殺されるわよ。クラーラ、お姉ちゃんたちが一緒に探してあげる。すみません。クラーラ、お役に立てないのに、皆さんの時間まで取らせてしまって。行くわよ。さっさと終わらせるわ。道中でクラーラから何か聞き出せるかもしれない。どうする？クラーラちゃんとスバローグ、お友達なんだって。でも任務を達成しないと地上には戻れない。最も理想的なのは平和的解決を図ることだろう。でなければどちらかが手痛い怪我を負うことになる。参ったね。この装置使えそう。あれは何？結構古いタイプだね。監視装置。そういう名前だったんですね。クラーラ、覚えておきます。そういえば、古代の機械って不思議です。
直せばいろんなことをやってくれます。ここを動かして、こじ開けると。はい。これで大丈夫です。クラーラちゃんすごい！うちが工場で話したこと覚えてる？冒険団には何でも直せる隊員がいるって。フック、よく物壊すから、クラーラが直してあげてます。それで、だんだん上手くなってきました。はい。そういえば、ふと思い出しましたが、スワローグを拾った場所もここでした。あの時のスワローグ。全身汚れてて、あちこちへこんでました。片腕も壊れてたし、小刻みに震えてもいました。年を取ったおじいさんみたいに。だから心配で、スワローグのためにパーツを探したんです。それでスワローグに修理する方法を教わりながら、全身を直しました。そんなことがあったのね。ここの子供は不思議。ここ、もう何もないみたい。もっと奥に行ってもいいですか？あそこ、これは、使えそう。初めてですが、難しそうには見えません。基地のお掃除とか、なんでもありません。クラーラの独り言です。ごめんなさい。ここを開けて、よいしょ。ここから外せば、これでいいはずです。おお、手先が器用ですね。使う場所がここだけではもったいない。お嬢さん、僕と一緒に異物装備を転売しませんか？上の連中から大金を稼げますよ。この子から離れて。ありがとう。クラーラと一緒に探してくれて。クラーラ、もう帰らないと。いいえ、ナターシャさんの診療所は週に1回しか行ってません。クラーラはスワローグのところに帰ります。はい、そうです。クラーラ、一人で帰れますので、これ以上は付き合わなくても大丈夫です。ここは危ないから、出口まで付き合うわ。行きましょう。さっきのゼーレ、うちらで何とかしてほしいってこと？どうする？何か作戦とかある？美月と違って、あの子は物分かりがいい。俺たちが次元を代表してきていることを理解している。正直に打ち明け、説得した方が可能性は高いかもしれない。そっか、正直に。待って、美月と違ってってどういう意味？わかっています、お兄さん。やはり、スワローグに会いたいんですよね。でも、クラーラ、皆さんが喧嘩するところなんて、見たくない。悪意がないってことは、知っています。でも、やっぱり、ダメ。でも、もしうまく進まなかったら、スワローグは、すごく合理的です。たまに、非常に感じるほど、合理的なんです。スワローグに悪気はなくても、そう判断したら、誰かが傷つくことになります。クラーラ、誰かが傷つくの、見たくない。スワローグも。遅延とスワローグの関係を分かってるだろ。
クラーラを怖がらせないで。悪いが、俺は率直に自分の意見を述べさせてもらう。このままでは事態が悪化して、遅延と異端者の間で戦争が始まる。そうなる前に、俺たちとスバローグを引き合わせ、話す機会を設けるのはどうだ？本当に、みんな、仲良くなれるんですか？そうそう。合理的な人は話をすれば分かり合える。炭鉱みたいにね。そう。ゼーレ、遅延もきっと同じ考えだよね。ええ。私の知ってるボスは、武力を使わずに解決できるなら、反対はしないはずよ。本当にこれでいいですか？皆さん、オレグさんの任務は決し。黙ってくれる？散歩。はいはい。わかりました。スバローグとフェスマンの間で取引があったことは知っている。工場では彼と些細なトラブルがあったが、そこでスバローグが誰かと協力し合えることを知った。俺たちにも機会をくれ。わかりました。皆さんがそこまでおっしゃるなら、スバローグのところまで案内します。もう喋ってもいいですか？もしですよ。スバローグに和平交渉をする気がなかったら、どうします？状況を見て行動するわ。本当に戦うことになっても、それは私たちが最善を尽くした結果だと思うの。何があっても冷静さを欠かないように。クラーラの協力を台無しにしてはいけない。気になってたんだけど、クラーラちゃんは本当にそんなに古代遺物を集められるの？前回上納するときは、327個集めました。300個以上？すごい！そんな難しいことではありません。スバローグがロボットを貸してくれたおかげです。みんな怖がってるみたい。大丈夫です。クラーラ、慣れてますので、皆さん、クラーラに近寄って不幸になるのが怖いだけです。こんなの気にしないで。人間はもともと自分の知らない物事に対して恐怖心を持つから。この基地は円形になっていて、3つの輪に分かれています。外回りは皆さんが生活したり雑談したりする場所。真ん中は古代遺物を保管する場所。認証を得た仲間だけが入れます。そして最も内回り。そこはスバローグが大切なものを保管する場所です。クラーラを含めて数人しか入ったことがありません。はい、大丈夫です。スバローグのロボットはみんなクラーラのことを知っています。そのほとんどはクラーラが直したものなので。ありがとうございます、お兄さん。でも、クラーラのことは心配しなくても大丈夫です。スバローグがいる限り、クラーラを傷つける人はいません。その内回りには、スバローグがいる以外にも何かあるの？古い機械たちと防御システムなどです。でも最近、一部の施設が故障して、モンスターが侵入しました。またお掃除が必要みたいね。行きましょう。ブラッディラビットだ。まったく迷惑な奴が来たな。早くどっか行ってくれ。不幸がつったら何も拾えなくなる。一緒にいる連中は何者だ？ブラッディラビットの噂を知らないのか？またあいつか。スバローグさんはなんであんな奴をそばに置いてるんだか。先に失礼するぜ。ここにいたら寿命が減っちまう。でもうち、異物探しのコツとか聞いてみたいかも。お前正気か？死ぬぞ！認証進捗 100%。おめでとうございます。招待された異端者の身分認証を獲得しました。
これです。これがコンソールのはず。基地内部への立ち入りを許可します。スバローグなら中にいるはずです。皆さん、本当に仲良くなれますか？心配しないで、クラーラちゃん。そうなるよう全力を尽くすから。スバローグ。クラーラ。故障してた装置を直したの。修理はもともと私の責務だが、感謝する、クラーラ。それで、実はね、お友達を連れてきたの。友達？うん。いろいろ助けてもらった。スバローグとお話したいって。また会えたわね、スバローグ。スバローグ、この人たち、敵対する気はないの？あなたたちか。クラーラ、シェルターで休んでいてくれ。でも。ここから離れるんだ、クラーラ。言っていいよ、クラーラ。わかった、皆さん。どうか。これでお芝居しなくてもいいわね。さて、でかいの？今回はあんたと和平交渉に来たの。交渉。相手の意図を検討中。検討結果、却下。相手に交渉の手段はなし。あなたたちは秘密を知った上で、遅延に協力している。遅延は、地髄開拓団の資産を占有した。古代遺物のことね。古代遺物は、地下システムの一部。誰にも渡してはならない。あんたの言ってる地髄開拓団は何百年も前のものでしょ？そんな遠の昔に亡くなったものを守って何の意味があるの？開拓団の人間がいなくなったとしても、開拓団の任務は続いている。私は再起動した。私が修復し、私が再建する。すべては正しい軌道に戻らねばならない。地下システムは再び稼働するのだ。遅延の目的は
私たちと衝突している。亡き友、フェスマンの発言を引用中。遅延は戦争を求めてる。戦争は全てを滅ぼしてしまう。ふざけないで！私たちだって異端者とは戦いたくない！遅延の敵は地下にはいない。はあ？どういう意味？もっとはっきり言いなさいよ！ほら！あなたの判断を否定しない。だが、遅延の行為は、クラーラやフックの身の安全を脅かしてしまう。陰謀論ばっかり。それはフェスマンのおじさんが言ったことなの？検討結果、遅延の侵入者を排除するのが最善。短期的な犠牲が長期的な安定をもたらす。会話は終了だ。検討結果に変わりはない。地下システム中枢主制御機構、スバローグ。治安維持モード起動。人類安全規約、一時的停止。こいつ、本気だよ！私たちは最善を尽くして交渉したわ。そして全力でこいつを倒す。今回の相手は普通のロボットとは違うわよ。ゼーレ、正面から牽制を。言われなくても。ミツキ、相手が攻撃してきたら。わかってる。ちゃんとみんなの動きを見てるから。殲滅開始。ロボットならなんちゃら三原則を守るんじゃないの？人間の指示に従うべきでしょ。なんであいつは平然と攻撃してくるわけ？あれは SF 小説にあるフィクションだ。騙された？戦闘確率分析中。あなたたちが生き残る確率は極めて低い。抵抗に意味はない。こいつ、強い。私は地下システムの守護者。そして、あなたたちはシステムにとって最大の脅威。遅延は滅ぼさねばならない。なんなのあれ。いた待って、これは力が戻ってきた。よし！まったく。お医者さんがいないと本当にダメね。ナターシャ、来てくれたのね。みんな、戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。ナターシャ、どうして？やれやれ、何を言っても無駄なようでしたので、奥の手を用意しておいたのです。よかったでしょう。散歩、あんた！遅延武装員の侵入を多数確認。確率計算中。すべて危険度高。殲滅する。損傷。セルフチェック。脅威を排除。必ずや。今よ！とどめを刺して！待って！クラーラ。スバローグは、クラーラの家族です。どうか、傷つけないでください。クラーラ。スバローグ。あの子を連れて、逃げた。
このロボットめ、いい加減になさい！